皆さんどうも、完全にいらっしゃいませ。チェリちゃんだよー。はい、ということで、ちょこっとだけお久しぶりになりましたけれども、都市伝説使いたいセンターの続きをやっていきたいと思います。今日は2話でございます。完全にいらっしゃい。コンチェリコンチェリコンチェリましていらっしゃいませ。いや、続き楽しみにしてた。ちょっとアークの月間があったりとかしてだいぶ空いちゃったんですけど、ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。夜ご飯結局甘いもの食べたわ。ピノちゃんって毎日こういう気分なのかな、もしかしてなんかチェリ最近昼の配信でも話したんだけどさ、なんかあれなんだよね、なんか主食のしょっぱいものを食べたいみたいなものがなくて、食べるのめんどくさみたいな、もうなんか何も食べたいものないって感じなんだけど、甘いものがちょこちょこ食べたくなるっていう現象になってて、だから甘いものを食べてる、ここ数日 2,3 日ピノちゃんって毎日こんな感じなんだと思う。多分主食ケーキ今ピノちゃんみたいになってる。乗り移ってる、もしかしたらピノちゃんチェリーに乗り移ってんじゃない？やばい、そのうちグミが主食になる可能性ある可能性あるな。やばいやばい。生き量？ピノちゃんごめん、いつもなんかいろいろ任せててごめん。任せきりね。いつもありがとうピノちゃん。乗り移らないでほしいのだいつもありがとうだけど、それはそうと乗り移らないでくれたら嬉しいかも。大丈夫かな？これで乗り移らないでいてくれるかな？ちょっと待ってね。ツイートしまして、ツイートしない、ポストしまして、ポストしました。X ではい、X でポストしました。ポストです。X でポスト。みんなもダメだよ。X でポストに慣れていかなきゃ。もしもの時に良くないからもしもの時に良くないんだよ。X でポストって言わないと。なぜなら私は企業に入っているから。そう。なぜなら私は企業に入っているから。もしもの時は X でポストって言わなきゃいけないんだよ背負ってるものがあるから。そう企業の犬で結構ミカユ、それが社会というもの。はい、というわけで都市伝説解体センター第2話からね、やっていきたいと思います。今日も楽しみ。大体の人が年替えをどこかの配信なりなんなりで見たんじゃないかな、1話はっていう人がおそらくここにいるんじゃないかなと思ったりしてるんですので、あらすじはそんなに言わないんですけど、ひょんなことから言うんかいひょんなことからこの都市伝説、なんかちょっと霊感ある感じの子で、その子がそれを直してもらいにこの都市伝説解体センターってとこに訪れたんですけど、なぜかその壺を割ったね、弁償するにはここで働いてもらうよみたいな感じの流れで手伝わされることになり、一緒に都市伝説を解体していく、都市伝説を解決していくって感じの話となっております。で、前回一章、この闇、これだ、この
これが終わりまして、今回から第2章を読んでいきたいと思います。第2話、胸像から迫る死。合ってる？音量とか声とかいかがでしょうか？ろうそくだ。あ、なんだ。なんだそれ。なんだそれ。新しい景色。なんだそれ。危ないよ、ろうそく髪の毛につけて。おー！危ないよ、髪の毛燃えちゃうよ。いやー。あざみ、この子が一応主人公なのかな？くくり的に。センターの屋上にこんな場所があるんですね。ところで先ほどの話ですが、解体の後に A 子さんが落としたということでしたね。解体の後に A 子さんが落とした。はい、これとこれです。イルミナカード。闇から覗く目。なんだイルミナカードって。なぜこのカードが A 子さんが持っていたか、それも気になりますが、今重要なのはあざみさんが前から持っていたというこのイルミナカード、崩壊と審判。かっこいい。誰かにもらったはずなんですけど覚えてないですよね。イルミナカードって何？最近やったオルタナカード的な、タロットカード的なのと一緒？オラクルカード惜しい惜しい、オラクルカードだったいつも違うな。イルミナティカードが元ネタ。なんだそれ。調べていい？イルミナティカード。イルミナティカード。カードゲーム。各プレイヤーが他プレイヤーと争いながら自分の支配組織に小組織を取り組んでいき、一定数を支配したら勝ち。陣取り合戦的な。元はただのボードゲームだけど、こじつけ、肉付けしていて、これって予言じゃねって騒いでた勢力がいる。なるほどね。誰かにもらったはずなんですけど覚えてない。ずっとカバンにしまいっぱにしてたのを思い出したので、かわいい。ダークウェブに存在するコミュニティサイトをご存知ですか？ダークウェブ、なんか良くない感じの雰囲気ですね。BGM でかい？もしかして。サメ島というサイト内で全6枚のイルミナカードが紹介されています。大丈夫？ OK？ 他にもいろいろ地震と神社の関係性、某国大統領和替え玉。そうだったんですか？そういう都市伝説系ね。さあ、明島にはこうした陰謀論をたしなむ者が集まってきます。気持ち下げるわ。じゃあ気持ち。そんな彼らジマーが待ち望む未来、それが崩壊と審判。いやちょっと待って、配信であれするとあれだから、ジマーはそれをグレートリセットと呼んでいます。グレートリセット？年会の時はマイナス 2.0 って覚えといて。みんな今後の配信。崩壊と審判にはそれが描かれているという噂ですよ。なんでそんなものを私が持ってるんですか？でもただの予言で本当に実現するかは。予言の真意はあざみさんを観察していればわかりますからね。
そう、全然関係ないけどさ、なんか本当に人によって多分環境が違ったり、あと好みとかもあるなって思うんだけど、なんかたまにいおりちゃんと話してんだけどさ、会社で設定してもらってさ、スタジオとかで配信したりするとさ、めちゃくちゃ BGM ちっちゃいんだよねうちらからしたら、うちらの雑談配信の時のバランスで考えるとめちゃめちゃ BGM ちっちゃいんだけど、でも会社の人ってこれ気になんないのかなってよく話しててさ、そう、うちら的には結構 BGM 大きめの方がなんかいいんだよな、華やかになるというか。そうだけど多分会社の中ではあれがいいってなってあれをしてるんだと思うから、なんか環境とか人によっても好みがありそう。うん、多分あんまりね、自分の環境でっていうとこだよね。結構こっちの方が好きなんだよな。はい、では次。そんな話でした。めっちゃ可愛いね、ドット絵の表現が、このゲームって。さて、今日の依頼について伝えておきます。幽霊の存在を明らかにしてほしいという配信者さんからの依頼です。配信者？どこの配信者？崩壊する審判が下り崩壊。同業者！いつまで寝てんの？あと寝言激しいかわいい、よだれ垂れてる。細かいな。ごめんなさい。崩壊だの審判だの物騒な寝言が過ぎる。センター長さんに物騒なサイトを見せられたので。ジャスミンさん知ってますか？イルミナカードっていう予言のカード。イルミナカード？これってあれかな？ 7 月5日に世界があれするみたいなやつのやつだっけ？あれ、それってまた別のやつだっけ？なんか 3.11 を予言みたいな感じでしてた人が7月5日もうんぬんって言ってるみたいな、なんかそういうのなかったっけ？それをなんか聞いた、いおりちゃんに聞いて、あ、漫画のやつなんだ。そうなんだ。いおりちゃんに聞いて、だからちえりちゃん7月5日は絶対に外に出ちゃダメだよって言われたいやでも笑い飛ばしてて、これが本当だったらマジでシャレにならないからやめとこう。いやマジで、でも本当に、だってそれが本当になったらシャレになんない、マジでね。イルミナカード？センター長、やっぱりあのカードも守備範囲に入ってたか。オカルト情報は見逃さないって感じですよね。あ、そうだ。ジャスミンさん、今回の案件って？今回は動画配信者が調査対象。やだ、調査されちゃう。配信活動動画をきっかけにちょっとした騒ぎになってて、その配信者が都市伝説解体センターに目をつけたらしい。うちに目をつけたらしい。はいはいはい。今回の依頼は幽霊の存在を明らかにするか。なるほど。じゃあもしかしてその動画配信者さんって心霊とかオカルト系を扱ってたり、察しがいいじゃん。説明する手間が省けるわ。いやでもそりゃそうだろここに依頼する動画配信者っつったらそりゃそうだろって感じだろ。当たりなんですか？登録者80！すげー！配信で聞けこんな登録者80万の心霊動画配信者、すげー！大先輩やん。現地着くまでに動画見といて。うわー、もうなんかサムネで見たくなるもん。幽霊を呼んでみた。なんかこうビジュアルもインパクトあるし、サムネで見たくなる。動画ってこの最新のですよね。何か儀式みたいなことしてる？問題のシーンは最後の方。おう。
もう頼みますよ。僕はこの部屋ガチだと思ってるんですから。キノコ出てきてください。メアリー、メアリー、メアリー。あっ、出てきてください。後ろなに後ろなんもないけど。はあ、幽霊今背後に映り込んだのって。いや、まさかやらせに決まってんでしょ。仕込み明らかに仕込み。そんな映るわけないやろ。本物ですか？今 SNS じゃこの話題がトレンドになってるね。そんなわけないんでしょ。心霊系配信者の住んでる物件がガチで幽霊が出るヤバいやつだったって。でもさ、ちょっと話それるけどさ、ちえりは結構さ、心霊のそういう系の動画も見るけどさ、なんか正直やらせでもいいというかわからないようにやってくれるんだったら、なんか別にやらせでもいい。なんかそれ前提で楽しんでるみたいな。そう、エンタメとして楽しんでるから、なんかたまにさ、すごい怒ってさ、この人たちはやらせ動画を出してる、バーンってやるコメントとか残したりしてる人もいるけど、なんかそれを楽しんでる、番組として楽しんでるから、別にいいよね、やらせでもって思うんだよな。なんか血相書いて怒るよねそう楽しけりゃいいんだよ。こっちも分かりながら、まあそんなわけないやろって思いながら、でももしあったら怖いって楽しんでるからねえ。いや、テレビの心霊系が減ったのはあれじゃない？なんか苦情とか、怖いの流さないでくださいみたいな苦情とか、あとなんか昔集団催眠みたいにかかっちゃってこっくりさんできなくなっ、学校で禁止になったみたいなさのとかって実際にあったらしいじゃん。なんかそういう懸念とかが多かったんじゃない？ホラーってチェリーは好きだし、チェリが好きだから結構配信者さんじゃない、視聴者さんも好きな人が多いかもしれないけど、全体で言うとマジで一握りの人しか好きじゃないコンテンツではあるからね、多分。だからやめてよって思う人ってたくさんいるんじゃない？だからそういうのからテレビなくなったんじゃないのかなって思う。いや、子供が泣いてるとかさ、なんかね。では続き読んでいきます。心霊系配信者の住んでる物件がガチで幽霊が出るヤバいやつだった。幽霊が出る物件ってなんかたたられてる部屋ってことですか？さあね、詳しいことはわかんないけど、そういえば依頼主の配信者さんが都市伝説解体センターに目をつけた、うちに目をつけたって、あれどういう？さあ、面倒だったからセンター長に詳細聞いてないんだわ。聞いとけそれを依頼主から直接聞いて。やだ、動画に出ることになるとかだと困るんですけどって感じだよね。とにかくまずは SNS での情報収集からよろしく。はい、わかりました。問題に投稿 URL 送ったけど届いてる？そこから噂の展開を追ってみて。どんなことを調べればいいんですかね？何でも聞いていけばいいってもんじゃない。少しは自分で考えて。すいません、そうですよね。どの幽霊が出たかを調べるとかでしょうか。そうね、あとは今回の話だと物件に幽霊が出るってことで、どうも場所に関係する都市伝説。はあ。その場所とか物件の噂とか引っ張れたらベスト。場所。ね。おう、参考に。指くるくるかわいい。は、チエリだってできますけど。チエリだってできますけど。ちょっと、なんか最近悪いんだよね。チエリの電脳世界の様子が。接触がチエリだってできるしチエリの電脳世界と人間界の接触が悪いけど、チエリだってできますし。
首くるくる。アザミに当てられて面倒い整理しちゃった。私には向いてないってのに。まあいつも通り任せますわ。はい、わかりました。調査開始します。はい、森暮らしのアニイエティめっちゃ誤解やん。森暮らしのアニイエティめっちゃいい名前、覚えちゃうわ。これやっぱり映ってますよ。気味の悪い画像。燃えてる。あ、これどう見ても髪の長い女の人だよね。これやばいわ。すっごい顔怖い。私もこの幽霊女の人に見えます。女の幽霊か。あ、なんか証拠ゲットした。幽霊召喚ってマジこれ全部見たくなるんだよな。幽霊を召喚ってデリバリー的な話なんですかね。何だって幽霊ってそこら辺にいるのにわざわざ呼び出すって不思議だなってなんていうか見える人の感覚おもろいな。デリバリー。確かアザミが見えるのって幽霊じゃないんじゃなかった？そういえばそうでした。最初実際に女いるんじゃって思ったけど、これはこの世のものじゃない。配信者さんの部屋がすりガラスっていうのもあって妙に怖く思えるんですよね。顔のパーツが曖昧な画像ってゾクッとする。確かに。はいはい、やらせを猫の画像を使って。猫が言ってんなら助かる。そらやらせに見えるよな。新年配信、今回は超神回。今回は谷原きのこ。もう今や心霊系配信者としては国内トップだよな。何年か前は迷惑系みたいなことやってたの信じらんないわ。ほなやらせやな。ほぼ100 95% やらせやわ。ほんなら谷原きのこ、これ今回依頼してきた人ですか？そう、確かそんな名前でした。誰もが知ってる系っていうより心霊オカルト系チャンネルで有名みたいな感じ。それでもかなり登録者数80万だもんな。はいはい、これで検索ね。わかった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 。ちょっと全部読みたくなるな。これ全部読んでも別に正しいよね。配信者さん大丈夫でしょうか？取り憑かれたい、たたられてみたいみたいなこと言ってる心霊アパートで高齢術って無理無理。心霊アパート、この物件ってやばいの？どういう理由でやばい？なんだっけ、やばい物件のやつ調べなきゃ。動画の物件やばい。幽霊よりも怖い人がいる。あ、この物件心霊スポットマップにも載ってる。心霊スポットマップ。谷原、あ、どうやんだっけこれ。あ、こう。谷原きのこさんの話題追った方が良さそうですね。しっかり検索しといて。ただきのこくらい有名だともうちょっと検索ワード足さないと絞れないかもな。場所とか物件の噂。はいはいはい、了解。でこう心霊スポットマップででででーん。心霊スポットマップ怖いよね。どんなものか調べておきな。はい、一旦心霊スポットマップははいクソ幸せになりてえな。カックハット婚活中キノコ配信で使ってるアパート心霊スポットマップ調べたら思いっきり出てきたんだけど、わお。心霊スポット調べるサイト切実だ。自宅の近く調べてみ。心霊スポットあるかもよ。うわ怖い。早口でまくりしたてるローマの霊が出るって実際に言った人が言ってたそれ絶対幽霊じゃないんじゃない？早く動くローマの都市伝説は有名だけど早口ときたか。でも早口ならそんな怖くないです。確かに
ローバー、俺は若い女って聞いたけど、女の幽霊が玄関に立つアパートの噂。お、よくわかんなくなってきました。もし玄関に立たれたら、私はもう部屋の出入りできなくなります。わかる。窓だけは死守したい。強いな。また若い人の霊って話が出ました。梅木町かな、梅木コーポ。地元中有名なんだ。前の人の話ともあるし、もしかしたら本当かもね。おお。あ、違う。これ。この噂って、センター長が欲しがるやつ検索よろ。おお、来た。ちゃんとこれやんなきゃ。やっぱどうしてもアパートの噂って階段にしちゃうよね。老婆が佇んでるとか、決まった時間に訪問者がとか。引っ越した部屋におばあちゃんがいる。やっぱり年を取ると間違っちゃったりするんですかね。そのおばあちゃんは多分あんたにしか見えないやつ。いいな、ツッコミが。アパートの階段が13段あった。それ学校じゃない？じじいが杖でつついてくるからトイレ使ってる間どんどんされて出るものも出ないです。お助け。どうしてそんなことに。足音にやたら敏感にあるパターンね。話になるだけならいいが、自分の住んでるところがガチでボロくて古い上かわりのアパートだから肝試しに来るやついてうるせえ。それ困るね。肝試してやれよ。それな。実際自分の住んでるアパートのどこが一室が曰く付きだったらやっぱり気になっちゃうよね。気になっちゃう。わかる。チエリも検索したくなってきちゃった。値段安くなるならどこでも住みたいけどな。たとえ事故ってる物件でも。いやー、そっちの、そんないる？値段安くなってるならどこでも住みたいって思う？うわ、絶対無理だ、チェリー。事故物件って普通に使う言葉なの？都市伝説のタイトルだと思ってた。いや、普通に使うんじゃない？安ければ住みたい？じゃあ、都内、山手線23区内、駅から徒歩15分 1LDK7 万。どう？安いんじゃない？結構これ都内だったら。山手線内の都内で徒歩15分で7万だったらめちゃくちゃ安いよ。どう？これはで、事故物件絶妙なラインじゃない？絶妙なラインでしょ。で、事故物件で、あ、5万なら即決。じゃあ5万なら即決？築10年以内にしよう。築10年以外、トイレお風呂別。トイレお風呂別。築10年以内、浴室乾燥ありでどう？ 7 万 1LDK。 あ、それなら住む。やった。ちなみにちえりは住まない。ちなみにちえりは住まないです。怖いので。はい、絶対住みたくない。怖い。チェリーはいくらでも住まないぞ。普通に3万だろうが2万だろうが絶対住まない。住む候補に入れません。嫌だもん、なんか気持ち的にね。はい、次読んでいきましょうかね。はい、早い事故物件として説があるんですか？あるある、映画にもなってる。お、手帳。通常みたいなもので都市伝説のそれはそのままタイトルってことだ。ど
どうせクリーニングされてるわけだし余裕で住めるわ。うわ、こういう人いるよね。みんなやっぱこういう考えなのかな。どうせクリーニングされてるからみたいな。なんかこう部屋の綺麗さという枠って別のものって気しません？いや、わかる。畳の裏とかお札だらけなって話を聞いたことある。やだー、絶対やだー。なんかちょっとその畳湿気ってそうわかるわ。終わったかな。オッケー。これはつまりキノコさんの儀式が成功しちゃって幽霊が映っちゃったってことですか？だね。しかもやばいことで有名なアパートに呼び出しちゃった。心霊スポットマップの住所も出てた。梅木町かな、梅木町かな、わかんない。1-2-3 梅木コーポ104号室。絶対なんか出るじゃないですか。うわあ、今回は心霊スポットになってるアパートで幽霊探しか。ジャスミンさん、私幽霊とか絶対無理です。見えるんで、絶対見えるんで。そうだよね。見えたって別に大したことないでしょ。佇んでるくらいなもんで。しかも厳密には幽霊じゃないんでしょ。そうだとしても怖いんですよ。はい、仕事は仕事。面倒でもまずはどの都市伝説と関係しているか特定する作業が必要だから。悪いけど調査よろしく。はい。あらららら。梅木高校104号室。どうも、都市伝説解体センターから来ました。福来あざみで。女の子？まさか君が予言に記されている女か。どういうこと？何ですか？鏡に向かい女の名を呼ぶ人間の命を奪う。え？そのカード、それイルミナカードじゃん。次の動画はこれで決まりだな。キノコの運命は予言されていた。どういうこと？何の話ですか？それよりそのカードってもしかして。いや、こっちの話です。気にしないでください。改めまして谷原キノコです。急に様子変わった。キノコの心霊配信見てくれました？女映ってたでしょ。自分のことキノコって呼ぶの可愛いな、ちょっと。はい。いや、おかげさまであれから問い合わせをいくつもいただきましてね。コラボ依頼が絶えなくててんやわんやですよ。都市伝説解体センターさんのチャンネルも強いですよね。いつも見させてもらってます。あはー。フォロワー何万でしたっけ？いやーね、うまく取材してもらって総合でユーザー回せたらいいなーって思ってたりするわけですよ。うわー、配信者の裏の顔おそらく配信者の裏の顔を配信仕事にしてる人だこれ。ちゃんと配信を仕事と考えているタイプの人。総合でユーザー回せたら、ご依頼の内容って、それは依頼に書いた通り僕自身の目で見て確かめて幽霊の存在を明らかにするですね。やらせじゃないって証明しないと。昼間配信やらないんでこの部屋は好きに見てもらっていいから。わかりました。まずはなんで幽霊が映ったか、配信の時に何が起こったかを知りたいよね。それと話が落ち着いたらさっき聞きそびれたイルミナカードについて聞いて、なんか私も調査員っぽくなってきた感じ。調査開始します。階段気になる。眺める。日陰になっててジメッとしてるな。台所の窓はすりガラスになってるか覗き込んでも見えないかも。特に変わったところはないけど居心地悪いな。ほうほう。この人なんだ？すみません。お隣さん、ちょっとお伺いしたいんですが、噂のこと知ってました？このアパートの噂が有名なことご存知でしたか？そう、無視されてもめげないのすご。なんかインターネットにも載ってるんでしょ？梅木コープは心霊アパートだってたまに写真撮ってる子も見るわよ。
オーナーは困り果ててたわ。そりゃそうよね。あれ以来誰も住んでくれる人がいないんだものね。あの104号室のキノコ頭いつまで住んでくれるのかしら。あら、あなたもじゃないのって感じじゃない？お隣のことで伺いたいんですけど。はあ？104号室のことね。104号室、あら、そうなの。あの恐ろしい事件があった104号室のことが知りたいの。他の誰よりも知ってるわよ。だって私104号室のお隣だから。よろしくお願いします。このアパートの噂について何か知ってたら教えていただきたい。倉谷あざみと言います。お名前表札タレカミさん。うない、うないって読むのすげえかっけえ。まあどうせ忘れるんだからお隣さんでいいのよ。あの104号室のお隣さん、すごい。あの事件が起きる前からずっと104号室の隣に住んでんの。誰よりもこのアパートのことを知ってる。ほう。キノコさんについて。じゃあキノコさんのことは？キノコ？隣の104号室の。何も知らないで越してきたのかしらね。かわいそうに。いや、知ってて越してきたんじゃない？なんなら部屋を変わってあげたい。羨ましいわ。なんかあれでしょ？インターネットでテレビみたいなことやってんでしょ？そうですそうです。ちょっと怖いお隣さん。大変ですよ。でも配信者は配信者で。動画見ましたか？きのこさんが配信された動画見られましたか？はあ。その動画に幽霊が出たんです。幽霊出たの？そりゃ出るわよね。近所でも結構有名なのよ、出るアパートだって。動画が何のことか知らないけど、でも幽霊の存在を感じるわ。存在感じますか？104号室の人もそうなんじゃないの？なんか怪しい儀式をしてたわよ。動画見てないのに怪しい儀式してるって分かってんの？なんかおかしくない？動画見てないんじゃんね。そういえば動画でやってた儀式って何の儀式だったんだろう。きのこさんにいろいろ確認しよう。例の噂の例について。このアパートに出ると噂されている幽霊について何か知ってたりしませんか？幽霊の噂。104号室の話ね。噂の幽霊って104号室に住んでた人なんですか？パトカーとか救急車も来て派手なことになったものよ。見てたんですか？そっか、事件があった時現場にいたんですか？何か見たり聞いたりしませんでしたか？大声と物が割れる音がした。ガシャーンって。でもあそこが喧嘩してるのってしょっちゅうでしょ？男の叫び声が聞こえたりしてね。玄関から覗いてみたら血の海。これがその時の写真撮ってる子はダメでしょ。血の海って部屋中真っ赤だったんですか？家ちょうど真ん中あたり。104号室の真ん中から血が湧き出たようになってたわ。部屋の真ん中って確か、やばい、先に部屋だったな。はい、新しい畳の匂い。張り替えられてんのね。1枚だけ畳新しい。畳って高そうだもんね。でも1枚だけ変えることなんてあるのかな。全部変えてほしいよね。カメラに照明。配信用の機材か。直さないように気をつけなきゃ。ここから鏡を撮ってるのか。なるほどね。鏡にジャスミンさんが映ってる。その先の玄関あたりまでが映るみたい。ってことはもしかして、いや絶対お隣さんじゃね？お隣さんじゃね？映ってたの。はい。わあ、こんな座敷わらしてたら視聴者増えるんだけどな。
どういうこと？まあ可愛い座敷わらしね。まずはきのこさんのお仕事について伺っていいですか？きのこさんは配信者やってます。配信歴は結構長くて、心霊系配信者になったの5年くらい前かな。うわ、なんだ後輩かよ。あ、でも心霊系になったのは5年前ってことは元の配信歴は長いのか。心霊系の動画は配信されてるんですね。心霊スポットでライブ配信が基本スタイルで、一人かくれんぼした動画がバズってぐーんと今に至ります。うわ、結構ありそう。バズってぐーん、なるほど。基本的には僕一人で企画から配信まで全部やってます。とまあそんな感じですね。機材とかも全部お一人で。すごいですね。ちょっとね、部屋の中見せてもらいますね。霊が映った配信について聞かせてもらっていいですか？はいはい、聞きたいな。やっぱそれだよね。この部屋にカメラを固定しまして、鏡の前で幽霊が出るのを待ってたら出たと。今までの動画でも幽霊は出てたんですか？出てないこともないっていうか、ゴニョゴニョ。ここまではっきり出たのは今回初だよ。絶対やらせやん。やっぱり鏡をしっかり映るようにしたのが効果あったのかな。絶対やらせやってるでしょ。きのこさん、この動画の撮影中に幽霊を直接見たんですか？いや、それが実は直接は見てないんだよね。コメントに後ろ後ろって大量に流れてきたから慌てて振り向いたけどなんもなくて、振り向いたら鏡と壁ですもんね。この付近にいたら目にも留まる。幽霊がいたのはこの付近じゃないってこと？玄関だよね。絶対あのおばさんでしょ、どう考えてもね。確かにそれが分かれば次の撮影で確実に撮影成功できちゃうじゃん。超幽霊がどこへ行こうとしてるか分かんないかな。早く調べてよ。やっぱり幽霊探しをする流れに。きのこさんはまだこの部屋に生活されてるんですか？引っ越しも考えたりしてますか？きのこさんはこの部屋で生活してないんですよ。撮影のために借りてるだけなんです。いや、そうだよね。登録者80万人もいるんだよ。だってタワマンとかなんじゃない？登録者80万人とかいたらもうタワマンなんじゃない？心霊スポットで撮影するのって怖くないですか？だから借りたんだよ。動画に映したあの鏡だってこの部屋の備え付けのもの。曰く付きありそうだから気に入ってるしね。備え付けの鏡怖っ。前の人が置いてった鏡なんて。あれって備え付けだったんですか？てっきり演出用のものかと。幽霊の噂も立たないような部屋を借りたってしょうがないでしょ。ただこの話になるとお隣さんが目の色変えるから気をつけてね。儀式について。その時動画の中で不思議な儀式をしてましたよね。あれって何の儀式なんですか？髪の毛燃えるからやめた方がいいよ。あれは霊を呼び出す儀式。ネットに書いてあったのをやっただけなんだけど、深夜2時に暗い部屋で鏡の前に立って3回回る。くる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 。鏡に向かってメアリーって3回唱える。ブラッディメアリーじゃん。回るってあったかな？唱えてこれだけ。ブラッディメアリーって3回言うだけだよな。実際どうだったかな。3回回るなんてあったかな。そうすると鏡に幽霊が映る。これは中世から伝わる召喚の儀式。由緒ある手順なんだ。こんな簡単な儀式で幽霊を呼びちゃうんですよね。呼べちゃうんですね。知ってるのか、チエリちゃん。チエリ都市伝説とか系はだいたいね好きだから有名なのだったら知ってるよ。きのこさん、イルミナカードのことご存知ですか？予言を書いたカードでしょ。何、君もしかしてジマーだったりする？ジマー？たまたまサメ島、サメ島のサイトを見てる人のことジマーって言うんだ。サスチェリとかじゃないでしょ。
好きの問題だから、やだやだ、持ち上げないで。持ち上げられることじゃないから。その中に鏡と女の絵が描かれているカードがあったような気がしたんです。ほんとあれって僕のこと？最高に視聴者数稼げるネタでしょ。呪われたいな。すげえな、心意気が。配信者してんな。喜んでる場合ではその予言気をつけた方がいいと思うんです。きのこさん危険な目に遭うかもしれないんですよ。ぜひ危険な目に遭いたいんですけど。すんごい。会った人のことをまとめておこう。はい、今回の案件を依頼してきた人は YouTube で心霊動画配信者として活動している。名前は谷原松茸きのこたけのこきのこだろきのこさん心霊配信してる人。はいはいはい。事故物件。鹿友から相談受けたんだ。私の鹿友が引っ越したんだけど、その部屋は曰く付きなのよってね。なんでも引っ越したアパートの一室では事件があったらしい。いわゆる事故物件ってやつかな。不動産屋さんは病死以外の事件や自殺なんかがあった場所、部屋はちゃんと告知をしないといけないルールがある。そういったことがあった部屋に1回でも入居者が入ってしまえば、その後は告知する必要はなくなる。で、一体どんな曰く付きの物件なんだいって聞いてみた。その部屋では子供を虐待する親がいつも騒ぎを起こしては隣の部屋と問題を起こしていたそう。ある時から全く騒ぎを起こさなくなって、子供も大きくなったから問題を起こしていた一家はよそに引っ越したんだそうだよ。その部屋は家賃も安いからすぐ次の契約者決まったんだって。でも3ヶ月も経たずに引っ越していってしまったらしい。ちょっと水飲むわ。鹿友はその部屋に住み始めたんだけど、引っ越した初日からありがとう、お水飲んだら盛り上がります、コメントが。引っ越しした初日から通話させてくれって連絡を入れてきた。ボイチャでなんてことない雑談し始めたんだけど、ノイズがひどくて何度も調整をした。鹿友のあれじゃない、ディスコードの設定音声のところが勝手に変わってたんじゃない？たまにあるよ音質悪い時はまず音声を見てちゃんとした設定になってるか見ないと。ディスコードくんなんか接続し直したりすると勝手に音声変わるからね。ねえ、たまにあるよね。はい、鹿友が喋ってもロボットみたいな音声になっちゃったり、口の動きと音声のタイミングがどんどんずれていったりひどくなる一方。怖っ。今日の通話諦めようと切り出したらごめんなさいって言われたんだって。そんなかしこまるなよと返事しようとしたら、ごめんなさい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 、もうしないから許してって叫び声が上がったらしいよ。怖ー。音声バッチリ入ってくるタイプだ。うわ怖っ。ジーマンイルミナカード。はいはい、不気味な女性。はい、何やらきのこさんの住んでる104号室のお隣さん、何かにすごく興味津々だったけど、私若い男幽霊、私幽霊かな。強いて言うなら噂話好きそうな感じだった。すごい勢いで話しかけてくるからびっくりしちゃった。はい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 。鏡を眺める。この鏡、動画で幽霊を映した鏡だよね。あんまり見ない方がいいかもしれない。鏡に映った例のこと。この
アパートで配信やってたんだ。へえ、なんかすごいボロい。これは出そうだ。ジャスミンさん、動画に現れた幽霊についてなんて、何をどう調べればいいんですかね。幽霊についてなんて言われてもね。谷原に話を聞く。撮影現場の部屋を調べてみる。あとは外にいるおばちゃん、近所の人かな。はい、聞きました。全部表札読めましたか。タレカミ、あ、そうそう、なんだっけ、名前忘れちゃった。薄いだっけ、あれなんだっけ、あ、うないだ、うない、うないさんって言うんですよ。あのおばさんとコミュニケーション取れたんです。すごい。なんだっけ、うな、お隣さんでいいか。はあ、ジャスミンさんは安心できます。たまに出ちゃうのよ、マイナスイオンめっちゃいいな、その返し。あのおばちゃんは動画の幽霊みたいだよね。近所で噂の幽霊と似てたりしなんか確認しといたら。はい。なーに、あ、もう全部話したの。一応し、おお、何かいる。このアパート、そういう怖い影が多いよ。こっちにはカメラ向いてないし、この影を直接映したってことはなさそうだけど。やっぱりそうだ。ここから部屋の中を見てみると鏡が見える。そして鏡越しにカメラも見える。長い髪、服はワンピースかな。何かすごく怒って。もしこの影が幽霊だとしたら、私過去の光景じゃなくて本物の幽霊を見えるようになっちゃったってこと？絶対この人だよ。過去あったことか、これ。これって長い髪の女性、男性に馬乗りになってる。嘘でしょ。これどういうこと？配信に映った影とは様子が違うみたいだけど。お隣さんの言ってた通りなら、やっぱりここで事件が起きたってことなのかな。事件って言ってたけど何があったんだろう。ひどく争ってる感じはするけど、まさか。めっちゃ刺してる、刺してる。すんげえ刺してるよ。すんげえ刺してる。どれなんだろう。はいはい。もうない。あ、よく調べる。何かあると思ったんだけど何もなさそう。メガネなら見えるかな。見た。幽霊の特徴について。このアパートに現れるっていう幽霊の特徴なんですけど、もしかして長い髪をストレートに下ろしていて白いワンピースを着ているとか。あの女のこと知ってるの？あんたただものじゃないわね。そうや、あの女は長い髪でいつも白いワンピースを着てた。やっぱり女の人ですよね。玄関にいた幽霊は黒髪ロングで白ワンピースの女性の霊だった。へー。どんな事件が起こったのか調べてみよう。この部屋に現れる幽霊。昨日の配信で結構前から現れていたみたいだけど、調査を通してちょっとずつ情報が集まってきた。私が見たこの幽霊って一体何なんだろう。どれもなんかしっくりこないなぁ。この部屋の中で男を殺した女性？男を殺した女性を見たのかも。
画面で見た影の様子を見る限り、女の人が男の人を、多分その後女の人も自分自身を、じゃあ私が見てるこの影ってやっぱり幽霊ってこと？過去あったことだからね。配信時に何が起こったか、これって違うパターンってあんの？なんか違う組み合わせのパターンってあんのかな。こっちだとグッドだけどこっちだとベリーグッドみたいなパターンは一つだけなのかな。グッドになる。きのこさんの動画に映り込んだ幽霊だけど、でも配信者はきのこさん見てないんだよね。それって霊感がないから見れなかったってことなのかな。あさみさん、配信時の状況を思い出してください。センター長さんまだ出てくるんだ。私の想像なのに変な感じ。どうかしましたか？いや、なんでもないです。きのこさんは確かに霊が見えていなかったようです。ではその配信を見ていた視聴者はどうでしたか？確かに動画の視聴者はみんな見えたと騒ぎになってた。これって一体どういうことなんだろう。きのこさんの背後の鏡に映る室外にいた人型の幽霊を見たのかもじゃない？どうだ？いけるか？よっしゃー！きのこさんの背後の鏡に映る室外にいた人型の幽霊を見たのかも。配信の時起こったことはこれで全部調べられたはず。よし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 。次、幽霊の噂についてもまとめていこう。幽霊は104号室の女、梅木コーポで目撃されている幽霊の特徴ってなんだっけ？血のとこあっため中年男。パンチパーマで早口の馬さん。長い髪で白いワンピースの女。はい。なんでこんなあからさまな姿なの？だいたい髪長いよね、幽霊。白いワンピースか赤いあれかどっちか。ワンピースか。はかどってる？よく見る。この畳だけ置かれる私のって事件で血の海になったから取り替える必要あったんだ。絶対1枚じゃ収まらないよね。1錠で収まらないだろう。飛び散ったりもするだろうし、あんな刺し方したら。はい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 。動画の幽霊について。きのこさん、動画に映った幽霊の居場所が分かったかもしれません。やばい。でも動画的にマジでつまんねえこと言っちまうな。どうしようマジでつまんねえな。キノコ的にも、うわ、そんなだるんなこと言ってくんなよ。だるって思われるぞ。ほんとかい？あくまで動画に映った瞬間の場所でしかないですけど、玄関付近に立ってこの部屋を覗いていたんじゃないでしょうか。撮影中カメラに夢中で気づかなかったのか。もしかしてですけど、噂の幽霊ってこの部屋で起こった事件で亡くなった方の幽霊ってことですか。君も知ってたの？そう、予約がついてるのはこのアパートじゃない。事件はまさにこの部屋で起こった。つまりこの104号室は有料事故物件ってことだね。それだから期待深い。有料事故物件すごい。有料事故物件、新しい響き。有料とは何か。幽霊のこといろいろ調べることができました。キノコは死んだ104号室の元住人を召喚の儀式で呼び出したってこと？はい。でもこの場所での調査ではこれくらいが限界みたいで。よく調べた方だと思うけど、多分これくらい情報が集まればそろそろセンター長から連絡。お、来た。わお。この音楽大好き。どうもお疲れ様です。センター長さん。随分情報も集まったようですね。はい、多分。
ライブ配信中に回が映り込むという最高のスタートを切ったこの配信者。配信者の名前は谷原きのこさんです。なるほど。きのこさんはイルミナカードの予言を読めないどころか危険な目に遭いたいとおっしゃってましたが、その後どうでしょうか。多くの人が噂し崇めるというイルミナカード。このカードが実際にどう機能するのか、私自身まだ未知数なのです。そんな中、身近に2人もカードの所有者が現れた。そして今はなんと3人目も。不幸になられましたか。呪われていると継承ができるため都合が良いのですが、例えばたったについたのが悪霊ならば払えば済む話かもしれません。しかし怪人やユーマのような存在に目をつけられたらどうなってしまうのでしょうか。これいつもユーマって読むかウーマって読むか迷うんだよな。同じでさ、ユーハ味覚ともユーハって読むかウーハって読むか迷うんだよな。いつもどっち読みなんだろうってなる。ぜひとも継承。センター長さん、おっと失礼。それはあざみさん現地で得た情報ともによって特定と参りましょうか。はい、来た。うわー、かっこいい。心霊配信者が呼び出した霊がその部屋の前の住人の霊とは興味深い。今回の案件がどの都市伝説に当てはまるのか、早速始めていきましょう。まず事のきっかけとなったのは、幽霊を呼び出す儀式を配信していたところ、きのこさんの背後に幽霊が現れたとのことでしたね。はい、そうです。ではあざみさん、はい、今回話題となった動画の撮影現場についてお聞きします。噂がただの噂ではなく実際に事件があったことが分かり、霊を呼び出す儀式の舞台となった場所はどこでしたか。104号室の部屋です。きのこさんが借りたこの部屋の104号室です。あれ、過去に事件のあった訪問事故物件だったんです。グレート、かっこいい。あー、よかった。動画の企画としてこれほど整った舞台はないでしょうね。ドキ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 、グレート、うはー。次に儀式によって現れた幽霊についてお聞きします。視聴者の誰もがそこに映り込んだ幽霊の姿に釘付けとなりました。ではあざみさん、きのこさんの動画の中で幽霊が映し出された場所とは一体どこでしたか。鏡です。幽霊が見えたのは鏡越しだったので、鏡に映ってたのかと思います。その通り、最初に現れたのが鏡の中というのが重要なのです。出現場所、目的、発する言葉などあらゆる特徴がその都市伝説を表しますが、今回の場合、鏡の中に映し出された姿を目撃したことが始まりである。そこが重要なのです。そういうものなんですか。実際に幽霊が現れた場所の方が大事なのかと思ってました。思い出してみてください。都市伝説とは噂から生み出されるものです。人に気づかれ、名前や噂が付けられて初めて都市伝説は存在します。その気づかれた瞬間が出現場所なのです。そういうものなのでしょうか。ところで鏡の中に現れた幽霊ですが、鏡の中だけに存在していたわけではなさそうですね。ではあざみさん、メガネで追った痕跡から幽霊はどこにいたかわかりますか。玄関前です。きのこさんの部屋の玄関前です。そこに立っている女性の影を見ました。エクセレントカメラには玄関前に立ち、すりガラスに映る女性の影が映ってました。次が最後の質問になります。儀式で唱えた呪文についてです。ではあざみさん、幽霊を呼び出す呪文としてきのこさんが唱えたの文言とは。エモイムエッサイム、なんだそれ。信玄、知らない。女性の名前。鏡の前で3回回って女性の名前を3回唱えていました。メアリーメアリーメアリーって。ブリリアント
そうです。この呪文となる都市伝説は一つしかありません。シュババ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 バ。さっき答え言っちゃったじゃん、ちえり。じゃあこの状況から考えられる都市伝説は、おおブラッディ・メアリーだーうおー、すげえかっけえ。ブラッディ・メアリー、海外で有名な高齢術によって生み出される女の霊です。血まみれの姿からその女はブラッディ・メアリー、あるいはブラッディ・マリーと呼ばれています。なんでその幽霊が鏡から現れるんですか？1話目の時も海外都市伝説だとブラッディ・メアリーしか知らないって言ってた。そうなの。まあ有名だよね。なんか都市伝説の話して海外だとブラッディ・メアリーしか知らないって話になったね、1話で。確かしたわ。確かに鏡はあらゆるまじないでもよく使われるアイテムなんです。最近は一人かくれんぼ、いやスクエアって雪山のやつ？四隅ゲームってこと？スクエアって呼ばれてんの？あれって怖いんだけど。四隅ゲームでしょ？時代のあれを感じる。絶対四隅ゲームでしょ？スクエアって知らない？嘘？待って、四隅ゲーム派いるよね？そう、なんか四角い角になってて、四角い部屋で、まあ雪山でなんか寝ないように交代で寝ようみたいな話になって、全員で寝ないようになんか起こしに行ってみたいなのを繰り返すみたいな、雪山で遭難した人たちがやってて、4人でまず四隅に立って、1番目の人が隣の人叩いて、隣の人が次の人叩いてみたいなやつを何回かやってって、何巡か繰り返して気づくんだよ。あれ？そうなると一箇所誰もいないはずなのになんかいるみたいな、私は誰の肩を叩いてたんだろうみたいなのに突然気づくっていう、キャーっつって。そうだ、一人増えてるっていうね。これだよね、多分スクエアって四隅四角い系の都市伝説ってこれしか知らないんだけど。これチェリー四隅ゲームだと思ってたんだけど、四隅ゲームも知らないのか。逆に名前があったことも知らない。そうなんだ。なんか怖い。次、ブラッディ・メアリーで幽霊が釣ったとなると、降霊が成功してしまったのかもしれませんね。内容は知ってるけど名前は知らなかった。そうなんだ。スクエアやだ、四隅ゲームの方がかっこいいじゃん。逆に四隅ゲームで調べてみてよ。多分同じ内容出てくると思うんだけど、チエリは幼少の頃から四隅ゲームとしてそれをあれしてたんだけど、なんでそんな輸入したみたいな雰囲気になっちゃったんだろう。輸入したのかな実際。また都市伝説が成立した可能性のある場面に立ち会ってしまった。これほどの喜びはありません。おー、ファンタスティックセンター長さんまた興奮してませんか？おっと、そんなことよりブラッディ・メアリーについて何か。そうですね、呼び出した霊がブラッディ・メアリーであった場合、彼女にさらわれたものはひっかき傷をつけられる。ひっかき傷つけられる。ひっかき傷、それってつまりどういうことですか？儀式が成功していれば、いつかキノコさんにはひっかき傷がつくということです。ひっか
かき傷をつけられた人はよくて気絶、悪いと錯乱状態になったり死亡するとされています。そこまで知らなかった。鏡から女の人が出てくるっていうのまでしか知らなかった。死亡？呪いが宿るきっかけ、引っ掛け傷は幽霊の存在を証明するいい証拠となるでしょう。あざみさんもうまくきのこさん引っ掛け傷をつけられるようサポートしてあげてください。ちょっと何やってるんですか？何言ってるんですか？ですから今回の依頼の話です。幽霊の存在を明らかにする。あー、そっか。別に幽霊がいないって言ってほしいわけじゃないもんね。幽霊の存在を明らかにしてほしいんだよね。どっちかっつうとね。そうだよね。あざみさんがすべき行動を考えてみてください。本当のこと言うとよくないよね。絶対。やっぱり。では私は今回の件、導入シーンを作らねばなりませんので。スクエアは四角い部屋の四隅に4人が立ち、1人目が壁伝いに前に走り、前の人の肩を叩いて、叩かれた2人目も同様に前に走っていってを4回繰り返して、4回目で終われば無事。しかしここで壁伝いのダッシュリレーが永遠に続くと、おそらく四隅ゲームとはお互い何親戚？のような高齢術なんだと思う。あれ、四隅ゲーム、途中から四隅ゲームになった。どういうこと？お互い親戚のような高齢術っていうのが意味わかんなくて。やっぱ親戚で合ってるよね。でもお互い親戚のような高齢術っていう、その言葉の意味がわかんなくて。なるほどね。似てるけどちょっと違うっていうね、意味でね。ははは、なるほどなるほど。なるほどね。これでちょっとセンター長さん切られた。信じらんない。何を考えてるの？ちょっといいかな。何ですか、きのこさん。昨日の動画がすごい伸びてるからさ、今夜もやろうと思うんだけど、よければ見ていかない？きのこの心霊配信、ちょっと興味あるかも。勉強したい。チェリも登録者80万の YouTuber の勉強を間近でできるんだったらしたいよ。出てほしい。メアリー、何かされるかもしれないですよ。何かされたいきのこさん、真面目な話なんです。ちょっとあざみちゃん硬いよ。されたいっつってんだから。大真面目だと思う視聴者は派手に結果が見たいんだよ。僕自身もこの目でまだ見てない。だから出てもらわなきゃ困る泣いてるあれだ、これは仕事。私としても怪異の出現とかそれによる影響には結構興味があるしね。それにキノコは本気だよ。そう、キノコは本気なんだよ。本当にヤバそうだったら止めますからね。うわ、空気読めない学級委員タイプ。お前は帰れ。配信者は本気で頑張ってんだ。わかるけど危ないと思う気持ちも。メアリー、メアリー、メアリー。今回はコラボしてくれた2人にも協力してもらったわけですが、現れずというとこで出そうな雰囲気あったんですけどね。今夜はこの辺で配信を終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさーい。やばい。5分で配信終わったんじゃない？どういうことですか？私たちを儀式に巻き込むなんて、どういうつもりなんですか？怒った？ごめんごめん。視聴者のために次からは許可を取るように。許可を取れ！キノコお前！許可取れよ！事務所通せ！まあぶっちゃけこの儀式期待薄いでしょ。でも実際に幽霊の痕跡ありましたし、面白いも見れたしいいんじゃない？
とにかく明日からもよろしくお願いします。きのこさん、私たちはこれで帰りますからね。おばちゃんいない。大丈夫ですかね、私たち最後に鏡に映っちゃいましたけど。え？あ！うんうん何？今ジャスミンさんの後ろに昨日の後背後が気になって仕方なかったわ。睡眠不足だ。ダリーかわいそうすぎ。女の人が立ってた気がしたんですけどね。そんなジャスミンさんどこにも傷ありませんか？くそー、天然。あざみちゃん天然でやってくるからな。怖いな。例の引っかき傷ってやつないってば。それは良かったです。もしかしたら年始で見たのと見間違えちゃったのかもしれないですね。えへへえへへじゃねえ。気を取り直して仕事だ。はい。 SNS で反応。昨日の配信やっぱかなり視聴されてるっぽい。そうですね。とはいえ儀式中は特に何も起こらなかったですし、もしかしたらあまりいい反応じゃなかったかもですね。一応 SNS 見とくか。前はキノコが気づいてないことを視聴者が気づいたりしてたし。あと過去に104号室に住んでた女の事件についても情報あれば。まずは視聴者の反応を追ってみます。昨日キノコ配信見返したらなんか映ってるんだけど。おお、また映ってる。ダブダルなんか言って何？ガチなの？やっぱいんの？おお。嘘だろ、ガクブルじゃん。でも窓の外だな。今回はきっとやらせだよ。やらせじゃないと怖すぎる。やらせって誰になるよ。なんか仕込んだんでしょどうせ。はあ、だる。騙されないから。でも谷原キノコってずっとやらせ疑惑あるよな。あるよな。一応メガネするか先に。やらせ疑惑検索したいね。はい。やらせかもしれんが、今回のはナチュラルに映り込んでて怖い。何よりキノコ本人が映り込みに気づいてないし。そうだよねー。ての今度はいたずら。ジャスミンちゃんかわいいな。なんか濃い赤が、これは儀式が成功したんだとか騒いでるってやばそうなどこかに流れてたな。ほう、やばそうな噂。はい。この影ってアパートで死んだ女の霊なのか？移動した霊には行きたい場所があるんじゃないのかって。その部屋私の部屋だってこと？植木町のアパートの事件って誰か詳細わかる？あ、これ聞きたい。植木町のアパートって高校なんとか梅木高校みたいな名前のとこでしょ。男殺して自殺した。はい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 。アパートの名前が出てるから地元の人なんかね。地元の人間からの情報なら信頼できる。てってけてよ。ワードゲット。分かってないな。見どころはそこじゃないだろう。昨日のキノコの動画にはありえないものが映っていたろ。なんかわかるな。だと思った。どうしよう、やはり目の付けどころが違うな。あんな可愛い重賞2人も、しかも予告もなしに用意しているなんて。絶対これだと思った。可愛い助手、それってまさかフリフリの子めちゃくちゃビビってたよな。あの子誰なの？あのビビりくらいやばいって。フリフリの子ってあざみちゃんか。誰よりもフリフリつけてんだから自覚しなよ。これフリフリだったんだ。めっちゃ可愛い。ビビりっぷりとも言われてるから間違いなくあざみのこと。昨日の私たちのこと囲われてるってことですか？やだー。なんか確か解体センターチャンネルの関係者なのかな。たぬきっぽい可愛さ癒される。よ
かったじゃん。可愛くてさ、たぬきっぽくて。たぬき系はほらモテるらしいから、たぬき系っていいんじゃない？待って、センターチャンネルってセンター長一人しかいないと思ってた。女性スタッフなんかいたの？うわ、やばい。女性ファン過激ガチ恋勢が。これからあの子レギュラーになるのかな。廃墟に一人で置き去り配信とかめっちゃ見たいわ。絶対嫌です。需要あるな。いや、見てー。やらせ疑惑。お、キノコを死んで愛しやらせ疑惑といえば手が映ってたやつ、あれはめっちゃ怪しいよな。やらせ探しを楽しんでる層って見るジャンル変えたらいいと思うわ。わかる。キノコ信者だけど、まああの手のやつは多分例ではない。でもチエリはたまに怖すぎるがあまり、この怖さをどうにかしたくて、いやこれは偽物だっていう証拠を集めようとするときはある。これは絶対に嘘、怖いから絶対にこれは嘘だっていうあれを集めたい。そうそうそう、自分を納得させたい。怖いじゃんだって。はい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 。まあ実際谷原キノコの魅力って心霊スポット突撃とか廃神社でパーティーとか罰当たりなところじゃん。うわ、迷惑系だ。なるほどね。でも廃病院のやつめっちゃ怖かったじゃん。上の階からバキバキ落としてさ。なんでそんなとこ行くんですか？もうお医者さんいないんですよそうじゃない、お医者さんを求めて行ってないからあざみちゃん天然可愛いな。友達になったらめんどくさそうだけど友達になったらグループにいたらちょっとめんどくさそうな感じはするけど、可愛いな。傍から見てる分には。あれもやらせの可能性はゼロではないんでしょ。なんかファンなのかファンじゃないのか微妙な反応多いですよね。アンジまで行かずとめんどくさいやつよく見るし。キノコって他の配信者と違って一人で配信するからやらせとか仕込みは難しい気がするけどな。なるほどね、確かに。てかなんか危機として今音しなかったとか言いそうだよね。もしやらせなんだったら結構あるあるじゃない？なんか音に気づかないとか見えるものに気づかないで進んでいくあたりがガチっぽい。やばそうな噂、やばそうな噂ではなく事実なのだ。数々見てきた中で真実を見極められるもの限られた人間しかいないということなのだ。すごい事実。言ってることもあれだけどとにかく読みづらすいません、元投稿わかる人いますか？元投稿何を見極めたのかわからん。これキノコ氏の動画に映ったのはただの女の霊ではない。キノコ氏に自覚はないが儀式が成功し呼び出してしまったのだ。あれはブラッディ・メアリーなのだ。すごい。やでじかみなし縦読みみたいなやつじゃないな。短絡読みじゃない。じゃあ何もないか。やっぱりあれはただの霊じゃなくて儀式へ呼び出されたメアリーさんなんだ。なのだおじこはなのだおじなんているのか。なのだ同じ呼び出し儀式でも日本だとトイレの花子さんだもんな。あ、トイレの花子さん儀式で呼び出せる人がいっぱいいるんですか？こっくりさんとかね、トイレの花子さんとか。読みたい。オプションだ。後で
体験した人にしか分からないと思ってやってみあれマジで怖いから。体験したって花子さん呼び出したんですかね。かもしれないね。あ、エンジェルさん、確かに今更小学校のトイレたどり着く前に捕まるわ。間違いない、間違いないな。あ、サトルくん、サトルくん、知らないの？ジャスミンちゃんもあざみちゃんもサトルくん。サトルくんは電話、自分のスマホに電話かけるとかだっけな。で、なんかする。で、サトルくんみたいな、なんかしら言って、あれすると電話かかってくるみたいな感じだった気がする。あれどうだったっけ？はい。次。後で見てみよう。今見てみるか。ブラッティメアリー、鏡に向かって呼び出す。呼び出したからって絶対答えてくれるとはね。暗闇の中で一人で呼び出す。完全な暗闇、月明かりもダメ。鏡の前に立って自分の姿をしっかり鏡に映す。怖がって覗き込むようにしたら失敗のもと。呪文は一度きり。大きな声でしっかりとメアリーメアリーメアリーと3回呼びかける。失敗したらどうなるかわからない。鏡の前ではじっとしてること。動いたり上着を脱いだり姿形を変えたり失敗しちゃうかも。怖がって呼び出しを行うことはメアリーに弱みを見せることになる。絶対に怖がっちゃダメだ。これは幽霊と交信ができる方法というだけなんだ。呼び出せても顔を引っかかれたり怪我を負わされることになる。やば。願いを叶えてくれる霊でもないから幽霊に会ってみたいという人にしかおすすめできないし、呼んでも怪我をすることになるからやっぱりおすすめできない。やばー、何の意味もないじゃん。そうなんだ、願い叶えてくれる系じゃないんだ。それは知らなかったわ。マジで幽霊に会いたい人向けだけってことそれ知らなかったな。へえ。トイレの花子さん、あ、かわいい。トイレの花子さんが都市伝説なのか怪談なのか何とも言えないところだけど、トイレの花子さんを呼び出すという要素はそれもらしさを感じるよね。今回改めてトイレの花子さんの呼び出し方をおさらいしようと思うのさ。あ、でも無理に呼び出さない方がいいよ。もし本当に花子さん呼び出せてしまったらあとは僕が責任取れないからね。まずは階段のトイレであることをスタートだ。並んだ個室の3番目の扉の前に立つ。あれ、奥から2番目とかじゃなかったっけ。その扉の前で3回回る。扉を3回ノックする。花子さんいらっしゃいますかと出てくる。3回回るってあったかな。なんか回らせたがるね。もし成功していればはいと返事が返ってくる。ただ花子さんはとても悲しい思いで死んでしまった魂だから決していたずらで呼び出さないように。あ、もう試しちゃった。それって何階のトイレで呼び出したかな。花子さんは3階のトイレで試さないとダメだったんだ。うっかり。まああるの初めて聞いたね。オリジナルバージョンかもしれない。花子さんはものによるけど噂でなんかその何でも答えてくれる、質問に答えてくれるみたいな系のやつもあった気がする。サトルくん、君はサトルくんを知ってるかい。今もし悩みや答えの出せない問題を抱えているならサトルくんが答えてくれるかもしれない。まずは電話機が必要。振り向いちゃいけないんだよね、確かね。サトルくんと電話でつながる。自分のスマホは使えないから別の電話機を用意する。公衆電話からかける。あ、これだ。自分のスマホの番号に電話をかける。電話がつながったらサトルくんおいでください。サトルくんおいでください。サトルくんいらっしゃったらお返事くださいっていう。サトルくんは今いる位置を伝えながら君に近づいてくる。最終的にサトルくんは君の背後に現れる。サトルくんが背後に来たらすぐ聞きたかったことを質問しよう。これでサトルくんは君の質問に答えてくれる。ただもしも何も質問せずいると背後のサトルくんは君を殺してしまうんだ。くれぐれも軽はずみに呼び出しはしないように。あ、やっぱバリエーションがいろいろ違う。なんかちえりが知ってるやつは何時か忘れたけど、夜中の何時かに、あ、違う、自分の番号に、公衆電話から自分の番号に電話をかけて
それすると深夜になんか折り返しでスマホに電話がかかってくるみたいな。でそれでサトルくんがなーにみたいなこと言ってくるから、質問したら何でも答えてくれるみたいな。ただし絶対に後ろを振り向いてはいけないみたいな感じだった気がするけど、いろんな派生があるんだね。なんか何でも一つ答えてくれる系。都市伝説、確かに人から聞いたりどこかのあれで伝言ゲームでおかしくなってるやつだ。元の話が何かってわかんないよね。ニコニコしちゃう。はい次。梅木工房って冗談抜きのマジ出る物件だよ。確か去年女が男を刺して自分も喉を刺して死んだ。怖っ。この女性が男性を刺した事件っていうのが本当だったとして何があった？何か事件の種になるか分かったもんじゃない。男女2人死亡じゃ無理心中ってことか。確かに同意してやる。今世で結ばれないならせめて来世で一緒になろうね。怖っ片方にその気がないのに無理やりやるのが無理心中。なるほどね。あんまり考えたことなかった。心中と無理心中って結構明確な差があるんだね。はあ。そんな事件あったとしたら何かしら記事になっていると思いますよ。今のところそれもなさそうなんで。いやーマジっぽいな。それはメガネで見たしね。どう考えても刺したやつが悪いのに情報を捨てるとか誰得だよ。てか梅木コーポって場所分かってんだから伏せたところでって話したの。確かにそもそもお前に教える義理もないけどな。まあ確かにそれもそう。でねえ、梅木コーポさんは入居者いなくなるとかいろんなデメリットがあるから言わないかもしんないよね記事の画像を見つけたらこれだよ。女の写真出てるな。これ配信に映ったレート似てない？怖いんだけど。おー記事になってたんだ。マジの事件で確定か。この写真の女の人ジャスミンさんの後ろにいた人と似てる気がする。はい、嘘を信じません。そんな気するだけですそんな気するだけです。今の時代新聞で名前を伏せたところでってことなんだろうな。結局美和子って名前をしっかりと。美和子、へえすご。四谷美和子ね、有名だよ。結構地元だと有名な気もするけどそうでもない。四谷美和子、名前まで出てきた。これってメガネできないの？あーできないんだ。四谷さんってこんな女なんだ。女の方が男を刺したのか。じゃあこれは地上のもつれが原因だな。間違いなくそうだろ。きっと地上のもつれだ。男女が一つ屋根の下。そうなるってことはきっと地上のもつれだね。どうせ付き合ってると勘違いした男を殺したんじゃねえ。男もかわいそうだよ。勘違いブスに殺されるなんて。うわ、こいつも腹立たしい感じのコメントするな。どっちに対しても失礼だな。これひどくないですか？こういうこと言っちゃうやつ絶対いるんだよね。記事に内縁関係って書いてるからそこそこちゃんと付き合ってた。あー、じゃあ一緒に住んでてみたいな感じか。婚姻届とか出してないけど夫婦みたいな状態的な。近所に住んでたけど動機は浮気。男がクズで有名だった。男を殺して一生自分のものにする的な感じなんじゃね。うわー恐ろしい。そうなんですか？いや知らんけど。まああなたを殺して私も死にます的な。なるほどね。104号室で起こった無理心中事件。幽霊の名前も出てた。四谷美和子。四
四谷みやこさんについて調べましょう。あとは昨日の配信ですよね。実は幽霊が映ってたなんて。まあそこにキノコのやらせって言葉もかなり湧いてたけど、昨日の配信風景見てる限りやらせやってる感じやな。ないな。そもそも幽霊の存在に気づかず配信終わりましたもんね。確かに。いや絶対隣の人だと思うんだけどな。やっぱ気になるのはあのアパートで起きた事件のことですね。地上のもつれで無理心中。それがマジならキノコはとんでもない鬼を呼び出したことになるな。女の霊は怖いぞ。あ、やばい。あそこに住んでるしかも男の人ってなったらさ、勘違いしてさ、キノコも殺しちゃうかもしんないよね。幽霊がね。本当に幽霊なんだったら。あとあのアパート、お隣さん以外からなかなか話聞けないし、もう少し近所の人から聞いた方がいいかもしれないですね。それならそこに公園がある。おう。キノコのアパートのほぼ真ん中だから知ってる人いいんじゃない？本当だ、スマホとにらめっこしてるといろいろ見逃しちゃいますね。それじゃあ今日は公園も聞き込み範囲に入れます。はい。梅コーポ104号室。さて、今日も依頼された幽霊の存在を証明しますか。もしかしたらキノコのやらせかもしれんけど、ちょっと考えたんだけど、やらせをしていないことを証明できれば幽霊はいるという考えはできるかも。逆にやらせをしていたら幽霊はいないってことだし。なるほど。新しい別の角度でね。104号室で亡くなったという四谷美和子についてとキノコさんやらせ疑惑について調べます。はい。おはようキノコちゃん。いや SNS 見た。昨日の配信空振りだと思ったけど映ってたね。悔しい。気づかなかったの悔しいな。見たいですね。今日はもう少し過去の事件について調べたいのでお願いしますね。いいよ、依頼通り幽霊の存在を明らかにしてくれるならね。昨日の配信の後何か変わったことありましたか？それがこれを見てもらえるかな。これってひっかき傷じゃないですか。朝起きたらついてたんだ。ブラッディ・メアリーンの仕業に違いない。絶対やらせだ。だとしたら次はジャスミンさんが危ない。なんで？実は帰り際に見たかもしれなくて。見たの？なんで君が幽霊を見ちゃうんだよ。今後の配信ってどうなってんですか？同じような高齢術やっても絵的にね。視聴者も同じもの見たくないだろうし、私たちを巻き込むなら許可を取ってくださいね。すごいちゃんと仕事してるな。偉いな。やらせって言われてますが、やらせ今回はそんなことやってないよ。今回はね、自分でも気づかず幽霊が映ってんだよ。やらせなわけないじゃないか。でも気づかないことによって信憑性を増してるあれかもしれなくない？わかんないね。わかんないよね。ですよね。カメラや照明、配信機材、配信するのって意外と大変なんだな。これで全部でどれくらいお金かかってんだろう。結構かかってるだろうな。もしやらせたとするなら機材、もしくは動画になぜか特殊な編集をしたとか。いやあれライブ配信してそのままアーカイブに残した動画だし、キノコさんが何かやってた可能性はあるけど、もしかしたらメガネで何か見えないかな。おおキノコだ。この鏡に向かって何かしてる。これ昨日のキノコさんだ。こうやって見ると必死だな。必死で祈ってる。これだけ見るとやらせをやってるってことはなさそうだけど、そうなると玄関の影自体がやらせとか。はいチラチラ私の後ろ見るのやめて。いないか。昨日の件やっぱりジャスミンさんでも怖いですか？怖いっていうか気味悪いっしょ。私の後ろに立ってたって言うけどアザミンの見間違いじゃないの。そうだといいんですけど、これははっきりさせないとダメだから。わかりました。昨
日の例について。昨日見た幽霊のこと気になるんですよね。まだ言うか。もしかしてキノコさんじゃなくてジャスミンさんが狙われてるってことないですか？怖いこと言うんだけどめっちゃ。やめてよ。そんなこと言ったら幽霊見てるのアザミンなんだから。アザミンが狙われてる可能性もあるわけでしょ。嫌ですやだね。やっぱりここ気持ち悪いんだよな。昨日の配信で映ってたのもこの子だったけど、調べてみたけどやらせの痕跡は見つからない。ああ、この人でしょう。あら、今日もあの部屋のこと聞きたいのね。はい。事件について詳しく。事件についてもう少し詳しく聞かせてほしいんです。事件、あなたもあの事件に相当興味あるのでいいわ。話してあげる。前の住人さんについて教えてください。104号室に住んでたのは40代くらいの女。へえ。そこに一人男が転がり込んできた。昼間もよく見たし、多分まともに働い、紐的な。なるほどね。まともに働いてなかったんじゃないかしら。いわゆるギャンブルと酒って感じのろくでもない雰囲気の男。うわー、紐だー。104号室にいた四谷美和子さん、彼女について教えてもらえますか？四谷美和子 ?104 号室にいた女の子？そんな名前だった？まあ名前なんてどうでもいいけど。長い髪でいつもワンピースを着ている女。チェリ？よくあんな男の世話してたと思うけど、ついにやったのよ。無理心中よ。無理心中。男を刺した包丁で自分の喉刺してね。すげえ。ワンピースが血まみれ。怖いわね。いや、それ動画じゃない、写真に収めてる人も怖いわ。絶対にサイコパスだよな。こなんだ。向かいに公園が見える。ああ、公園も行ってみようって感じね。うわっ、こっち見てる。これって昨日のジャスミンさんだ。ジャスミンさんの後ろにやっぱりいるってことは幽霊なのか、本当に。この影、玄関前にいた影に似てる。長い髪にワンピース、やっぱりいる。特に何かしてるわけではないな。これでもしやらせの可能性があるとしたら、そもそもこの影は本物の幽霊じゃないとか。お、これか。ちょっと考えてみよう。はい。動画の撮影中誰も幽霊の存在に気づいていなかった。でも私はジャスミンさんの後ろに幽霊がいたのを見てしまった。視聴者さんたちは動画を見ながら幽霊を見た。うひ、頭こんがらがっちゃうよ。あ、来た。また悲鳴を上げていそうですね。お手伝いしましょう。あずみさんは年始できたキノコさんに不審な行動がなかったことを確認しました。幽霊の出現地に特に細工がないことを確認しましたね。そうなんだよな。キノコさんが何か仕掛けた様子はなかった。キノコさん自身が動いたり仕掛けた可能性はないでしょう。この状況でまだやらせの可能性があるとしたらどんな方があるかな。キノコさん、の協力者かはわかんないけどね。でもこれしか繋がるやつがないな。協力関係にあったのかはわからないからなんとも難しいね。先生が協力関係とか幽霊のふりって自覚があったかとか、なんかその辺が微妙じゃない？例えばさっきの隣のおばちゃんが立ってたんだとして、別に幽霊のふりしようと思って立ってたわけじゃないかもしれないじゃん。覗こうと思って立ってただけかもしれないし、わかんないよね。だから微妙だけど仮説
としてね、繋がる文章がこれしかない。きのこさんの協力者が幽霊のふりをして玄関前に立っていたのかも。この可能性はまだあるな。きのこさんに協力者がいて、その人が変装して現れているならまだありそう。でもこれをどう検証すればいいかな。スマホでも見せてくれたらいいんだけど。はあ。スマホ持ってる。104号室のこと聞きたいんでしょ。ダメだ。と進んでる。やらせ検証してます。思ったんですけど、ジャスミンさんの後ろにいた幽霊はきのこさんに協力者がいて、その人の変装という可能性あるかもしれません。もうどれが嘘かわかんないんだったらわかんないね。あー、なんか声がガラガラだな今日。なんかチェリー全部本当のことを言ってる前提で考えてるから、どれかが嘘だったらなんて言われたら困っちゃうね。スマホ見てもらうか。やっぱりいました。昨日のジャスミンさんの後ろに立ってた幽霊なんですけど、やっぱり立ってたみたいです。マジなの？でもその幽霊はなんで立ってるわけよ。でもそしたら幽霊か。あざみちゃんが見てんなら幽霊か。なんか意味あったりしない？たとえ幽霊でも突然無意味に現れたりしないでしょ。ほな幽霊か。ほにゃー。なんか聞きたいことある？スマホ見せてください。スマホ見せて明かしてもらってもいいでしょうか。実はその持ってるものを忘れてきちゃって、そうセンターに電話しなきゃいけなくて。まあいいけど犯罪だよ。ありがとうございます。借りますね。ありがとうございました。実はその今きのこさんのやらせ検証をしていて、勝手にメールアカウントとかが電話履歴見ちゃいました。うわ最低。そんな先に言ってよ。でも言ったら隠されちゃうかもしれないし、あざみちゃんナチュラルやばいやつだな。それでどうだった？なんかあった？スタッフとのやりとりが見つかりました。でも半年以上前に喧嘩別れした後も見つかりました。最近は誰かと連絡を取り合ってる様子も見当たらず、友達くらいいるさ、連絡取ってないだけで。かわいそう。とりあえず協力者がいるようなことはなさそうでした。きのこさんのやらせ疑惑はさらに薄まると思います。いや、天然のやべえやつすぎるね。言ったら OK 出してくれたのかな。そもそも前提がおかしい。人のスマホを見せる見るっていうのを視野に入れるのよくない。ヤスミンさん、アパートでの聞こえある程度あれしたね。声に行ってみよう。ジャスミンさんいなくなった。はい。もしもしジャスミンさん、今どこにいるんです？車の中。アパートの前の公園あるでしょ。そこの管理人さんから路駐するなって怒られちゃった。少し離れてるけど有料駐車場あるらしいから、そっちに車置いてくるわ。はい。車置いてくるまで待っててっつってね。わかりました。これから公園の調査に向かうので、後で交流しましょう。よし。公園調査行くぞ。わ、なんか新しい人たち出てきた。特に何もない公園だけどちょこちょこ人いる。アパートの目の前だし、四谷美和子の事件について知ってる人もきっといるよね。聞いてみよう。ちょっと奥まで行って。お、めっちゃ人いる。何かこの人だけ雰囲気違う。すいません。最初から接近。ちょっと待って、取っとこう。端から、あっちの端からちゃんとやろう。ベンチ塗装が剥げてて古い。
しよう。すいません、ここの公園を管理されてる方ですか？一応この公園の管理をやっとるが、アパート前に車を止めてたものです。車を教えていただいた駐車場に移動してます。あのお団子さんの友達か。そこの通りは狭いもんで、でっかい車があると子供が危ないんでな。面倒だと思うがよろしく頼むよ。めっちゃ優しい管理人さん。怒鳴り散らかされたのかと思ったけど、めっちゃ優しいし、普通に当たり前のことを言っている。向かいのアパートについて。向かいにあるアパートについていろいろ調べてるんです。なんだ、引っ越してくるつもりかい？いや、引っ越しとかは考えてないんですけど。かなり古いアパートですよね。梅木コーポ、いや、コーポ梅木だったかな。もう50年、60年以上経っとる。この辺りでも一番古いアパートだな。まあ、壁は塗り替えたりしとるようだが、本町の方にも似たようなアパートもあるが、あれより古い。かなり古いんですね。事件について。向かいのアパートで少し前に事件があったって本当なんですか？去年の春か夏かに起きた事件。今頃じゃない？ちょうど。あれは偉い事件だった。恐ろしい事件でな。アパートはその辺血の海だったと聞いとる。でも畳張り替えたの1枚だけっておかしいな。まさかあの男があんな目に遭うとは。亡くなった男性を？殺された男性をご存知なんですか？ろくな男じゃないな、人ってよ。この公園でホステスみたいな金髪の女と昼間から人目もはばからんことしてて、マリーはなんだ、マリーはどうだと騒ぐもんで注意したこともあった。マリあれは浮気なんだと聞いとるよ。ブラッディ、マリー、メアリーのマリー。誰から向かいのアパートのなんだっけ、ないさんうない覚えらんない。おしゃべりなご婦人ご存知かな。うないさん、お隣さんですね。はい、知ってます。なんかイヤホンして喋るとさ、めっちゃあれだわ、声を大きく、多分イヤホンして喋った時ってこれくらいで喋ってんのよ。でも今片耳を外したんだけどさ、そしたらめっちゃでかい声出してる。だからなんか半分叫んでるくらいのあれで喋ってるから声がかすれるんだな、多分。普通のボリュームでなんかイヤホンだと自分の声聞こえないからさ、喋れない。普通のそうボリュームだとこれくらいだから、多分だからいつもチェリ声枯れたりすんだろうな、長時間配信した後。いや、そう、イヤホンつけてると声ってでかくなってくんだよね。感覚バグってくる感じする。だからちょっと今日は片耳外してやろう。男の噂。ちなみにお隣さんからはどんな話よ。あのご婦人は話が長いからな、いろいろ聞かされてるよ。確か事件前日に104号室から響く言い争いを聞いたそうだ。マリって誰よとかなんとか。マリー、その男の浮気相手の女性でメアリーって名前の女の人だったりします。いや、髪の毛は派手だったから外国の人じゃなかったよ。そんで翌日事件が起こったもんだから、お隣さん興奮しながら、やっぱり浮気よ、マリって女と浮気って誘えたんだわ。そうか、マリさんがメアリーかと思っちゃった。まあこんな感じにしこたま喋ってったのを覚えてる。顔が浮かびます。ありがとうございました。浮気相手のマリさん、他にその話をしてる人いないかな。原因は浮気。こんにちは、今ちょっといいですか？マリさんじゃなかった。ひなたさん。でも白いワンピースだよ。いいお天気ね。この辺りにお住まいですか？私くらいあざみって言います。すっごいね。
その場で会った相手にすぐ名前、本名、自己紹介するのチェリ。怖くてできないわ。配信者やってるからかな。なんか、本名、自己紹介、その場で会った相手にする危険性。ねえ。公園の皆さんに話を伺っていて、こんにちは、私、ひなたよ。私にわかることかしら。たまにしか外に出ないものだから。そうなんですね。じゃああんまりこの近辺の噂には詳しくないですか？この近辺の噂、どんな噂だったかしら。向かいのアパートについて。この公園向かいにあるアパートご存知ですか？それもしかして女の幽霊の噂？知ってるんですか？でもあまりこういう話ってしない方がいいのかしら。あまりあのアパートに近寄るべきではないと思うの。あら、スピリチュアル系かしら。聞かせてください。今その女の幽霊について調査をしているんです。聞かせてください。そうなの？じゃあ話すけど。数日前だったか深夜の帰宅中に雨が降ってきて、そこのアパートの前を通りかかった時に見ちゃったのよ。それって、長い髪にワンピースの女の人でしたか？え？知ってるの？そう、私が見たのも、長い髪にワンピースの女だった。え？こちらを睨んできて近寄るなって。こんなお上品そうなおばさんが嘘をつくはずがない。ほな幽霊いたんだ。じゃあきっと幽霊いたわ。ちなみにその女の人を見たとき、近所で騒がしい声とか聞きませんでした？いわゆる動画撮影をしているような声なんですけど、ちょっと待ってね。はい、ただいま。動画さ、その日はそんな騒がしい声してなかったと思う。おじさんもよくワンピース着るから幽霊に間違われちゃうな。怖っ。いや、でも最近は多様性だからそういうのもありか。夜中にそれで徘徊するとかだとちょっと怖いかもしれないから気をつけてね。最近は多様性の時代だから、そういうのも受け入れなければいけない。夜中に近所の玄関の前それでうろうろするってなるとさすがにダメかもしれないから気をつけてください。はい。動画さ、その日はそんな騒がしい声してなかったと思う。やっぱキノコさんのやらせの線は薄そうだな。そうそう、写真も撮れたんだけど、なんか手に持ってる。写真撮れたんですか？わ、なんかでもカメラっぽくない？これキノコの動画をカメラで写真撮ってるやつがいいんじゃね？80万だもん。ストーカーの1人や2人いるんじゃない？これは私も噂でしか聞いてないから違うかもしれないけど、四谷美和子っていう女の幽霊がいるって噂なの。もしかしたらこの写真の人、噂で聞いていた特徴と同じ四谷美和子の幽霊だ。でもなんか包丁とかっぽくないよね。これなんかカメラとかを持ってる雰囲気のシルエットな気がする。男の噂について。あの派手な女性を連れた男性のことを知ってますか？この公園に来てたらしいんですけど、派手な女性を連れた男性？そうだ。この派手な女性のことをマリって呼んでいたそうなんですけど。どうかしましたか？ああ、ごめんなさい。幽霊の噂でそんな話もあった気がして。そこのアパートで無理心中事件が起こる直前、男が叫んだみたい。マリー、マリー、マリーって。それ本当ですか？繋がった。これ、先にメモと。はい。公園の管理人さんについてまとめておこう。昔のことをよく知ってる人だったけど、植木コープについて何を知っていたっけ？亡くなった男性。
はいはいはい。ダメ男だったっていう情報をくれましたね。そうだった。うわぁ。調査メモも。さあ、こちゅうの、霊人って書いてあった。ひなたさんについて。はい。上っ子部何を見た？女の幽霊。いや、キノコの大ファン説あるよね。私が見た幽霊と同じものを見てるようだった。嬉しいけど嬉しくない。公園で出会ったお姉さん、おっとりしてて優しそう。アパート前を通りかかった時に女の幽霊を見てしまった。あまりアパートには近寄るべきでないと心配してくれる。はい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 。四谷って名前がもう幽霊っぽいよね。さすがに偏見すぎる。全国の四谷さんごめんなさい。シェリア三ツ矢サイダー大好きです。眺める。この植え込まれてる木、なんて名前だっけ？ツツジ？あ、蜜吸うやつだ。花がいっぱい植えてあると嬉しい気持ちになるね。なんでそんな和やかな。メガネ先に合うかな。ちょっとあの男の人つっといて。シュキーン。お、ない。あ！奥の男の人だ。男の人の影だけどなんだろう。この影見てると心がざわっとする。あ！背の高い男の人みたいな影何してんの？先に話すんかも。接触を図る。少しお話を伺いたいんですが、お話をしたいのは私の方。あなたの目的は何？急に。はい？なぜ突然私の前に現れたのか伺っても。なぜって、今は聞き込みをしていて、何かを見透かされたのかと思ったけど、幽霊の噂を皆さんにお伺いしているのですが、向こうのアパートの幽霊の、私はその件とは関係ないの。私はその件とは関係ないの。そんなことより私のお願いを一つ聞いていただける？なんかちょっと、口調がね、お姉感あるね。お姉って言い方、やっぱ今の時代にふさわしくないかも。お上品だね。今ちょっと仕事中で、それ私じゃあんまりお役に立てないと。私だけじゃないの、あの子も知りたがってることだから。あの子って誰のことです？あるものを探してほしいの。急に？探してほしいものはある人の本。彼はとても愛されて追い詰められた人。彼の本を探していただける？どういうこと？この人お隣さん以上に私の話聞いてくれないな。なんかめっちゃ一方的に押し付けられてるよね。すみません、私さっきも言ったように仕事中なのでこれで。あなたにはあるんでしょ？とても不思議な力が。そんな顔しないでちょうだい。怖がらなくて大丈夫。何この人、私の年始のこと知ってるの？私がお願いしたいのはただの本探し。あなたに害をなすつもりはないわ。やってくれるわよね？やるの？本探しましょう。ありがとう。この声の中にあることだけは間違いないの。私はまだ彼のことを見つけられていないけど、あなたならできるはず。その力を見せてちょうだい。じゃあそれでさっきのやつか。茂みを見てるけど、それだけかな。どこに何かをしてる感じはなさそう。あ、本持ってるかも。これ。あの影、あの怖い人の顔の人かも。ベンチを見てる。あ、手に何か持ってる。本を探してほしいって言ってたから、これ多分本だよね。本を持ってベンチを見てるってことはベンチに何かある。改めてベンチを調べてみようかな。ほう。はい。本あるかな？見つからない。裏を調べる。はぁ！
ベンチの裏に何か貼り付けてある。これ年始で見た本。オカルトグレートリセット。この本どっかで見たような。著者如月勉かな。この名前のも前にセンター長さんがどっかで言ってたような気も。みょん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 。チェリちゃんは記憶をたどっている。みょん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 。あったかな。言ってたことあったかな。みょんみょん。あったような気もあるし、なかったような気もするけど、あったような気もするけど、なかったような気もするけど、一旦あったことにしとこう。あーねー、如月勉ね。はい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 。はい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 。はい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 。あれね。はい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 。接触を図る。見つけました。見つけました。如月勉って人のオカルトグレートリセット。私の動きを持っていた。あれ違ってました？今一旦本物ってことにしておくわ。本物？私あなたに興味が湧いたわ。じゃあまたね。福来あざみさん。はあ、絶対これアニメ化するだろうな。実写ドラマ化もしそう。どっちが早いかな。映えそう、アニメ化がめっちゃ。なんで私の名前を、もしかしてあの人も見える人。漫画化されてるし、アニメ化もしそう。証拠、謎の依頼達成。あ、ジャスミンさん。じゃない、センター長さん。来た。どうも。お疲れ様です、センター長ちゃんで、パパパパ。何かありました？何かあったのはあざみさん、あなたの方です。もしかして、正義感で見ていました。今の見てたんですか？あの人は何者なんでしょうか？未確認生命物、未確認生物にしてはよく喋っていました。ユーマ？あの姿はまるでブラックメン。どういうこと？怪だったってことですか？確かに変な影が出てて、気づかなかった。私はどうしたらいいんでしょうか？そうですね、彼については私の方で調べておきます。気をつけてください。あの怪異はあざみさんに明らかに興味があるようでした。また現れないとも限りません。そんな、彼があざみさんに何をもたらすのか今はまだわかりません。とはいえ鏡とも女とも無関係ですし、今回の案件とは関係がない。あざみさんは引き続き調査の方お願いします。関係ないと言われても。あの人私の秘密を知ってたけど、それは何だった？探し物が得意。不思議な力。どっちだろう？不思議な力。そうなんだけど、なんでどうして知ってんの？怪しい人がいたって管理人さんに声かけておこうかな。謎の男、私の力のことを知ってる。突然物探しをお願いされて手伝ってしまった。はい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 。他になんかある？はいはいはい。じゃあ話すこと。まだ何か用が、用ありそう。管理人さん、なんかいたんです。怪しい黒い男がいたんですけど、怪しい男そんなやつ見たら、おったらすぐに声かけとるよ。そんな、見えてないってこと？おまじない落ち着く、おまじない。みんなじゃがいもに見え。ね
寝ちゃってたの？やば。嘘、いつの間に寝ちゃってたの？どこでも寝れすぎだよ、私。てか、公園真っ暗、誰もいない。誰か起こしてよ。こんな時間か。ジャスミンさんからだ。すいません、ジャスミンさん、何ですか？畜生、あのジジイめ、駐車場なんてどこにもなかった。今までずっと駐車場探してたんですか？だいぶ時間経っちゃったけど、そっちはどんな感じ？夜っぽいよ、もう。それがいろいろ話は聞いたんですけど、いろいろすごいことがあって頭混乱してて。つまりどういうこと？説明難しいので直接お話ししてもいいですか？早く合流しよう、怖い。空振りとまではいかないけど、正直何がなんだか。女の幽霊、四谷美和子か。どうしたら解決できるんだろう。幽霊に直接会うとか。いやいや、怖いでしょ。無理無理。今の何？今声が聞こえましたよ、こっちの方から。きのこさん、大丈夫ですか？偶然声が聞こえたので来たのですか？何かあったんですか？いた。足を。ブラティメアリア、どっちに行きました？こっちに。多分そっちの方だと。動かないで、そこにいて。きのこさん見ました？幽霊。いや、見えなかった。ブラティメアリめ。いてて、あれ？この傷って。引っかかれた？昨日は本当に心臓止まるかと思いました。キノコさんが駆けつけてくれたんで命未来ですよ。キノコがね。まあちょっと足首が痛いんですけど、ちょっとその足首、それって引っかき傷じゃないの。傷つけられた。やばい、責任取って結婚してもらわなきゃ。やっぱりこれ引っかき傷に見えますか？転んだ時の擦り傷には見えないですか？やばくない？やっぱりこれ、やばいですかね？キノコアパートに着くわ。キノコアパートって呼んでんの可愛すぎる。車は裏に止めておけば公園のじじいにも文句言われないだろう。ちょっと無視しないでくださいよ、ジャスミンさん。やっぱそれただの傷じゃないよね。ブラティメアリーの引っかき傷ですよね。ジャスミンさん、私死ぬんでしょうか？現状なんか体調に変化あるの？今のところは特に問題ないです。私も油断してた。ブラティメアリーはキノコ狙うだろうと思ってたから。ハザミーの傷が本当にブラティメアリーの呪いなら解かないとまずいでしょ。呪いいっぱいになっちゃって悲しい。怖い。気になるのはこれはずっと玄関に出ていたメアリーがなんで公園に現れたのか。この辺りの情報はメアリーの行動原理や呪いの解き方に関係しそう。こっちでもちょっと知り合いにつって頼ってみる。どうなんだろう、全然想像つかない。ジャスミンさん、ありがとうございます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。てんてけでーん。呪いめっちゃ受けてるね。でも霊感体質の人ってそういう感じなのかな。昨日ありがとうございました。あれからどう何か体調に変化ない？昨日は助かりました。昨日キノコさんが来てくれなかったらどうなってたか。いや、動画のためとはいえ君たちを巻き込んでしまったからね。大したことはできなかったけど、そんなことより大丈夫だった。怪我ないよ。それが足首に傷ができていて、これはブラティメアリーの引っかき傷じゃないのか。やらせなんじゃない？キノコがやったんじゃないの？だってタイミングもちょっとできすぎてるしね。どうせやらせなんじゃない？やはり呼び出した霊はそこらの霊じゃないブラティメアリーだったんだ。その傷のところカメラで撮らせてもらっていい？
調べてもらえるんですか？よろしくお願いします。昨日の幽霊なんですけど、それね、僕も気になってた。なぜこの部屋の玄関ではなく公園に出たのかってことでした。そうなんです。もしかしたらブラッディ・メアリーの意識に変化があったのかもしれない。ということですか？こういう霊的な存在は自分がここにいることを気づかせるために動くと言われている。そのブラッディ・メアリーがこの部屋から離れようと動き始めている。これが何を意味するのか。キノコさん、私どうすれば？ちょっと先が読めないな。しばらく考えさせてくれ。はあ。なんでだ？幽霊の行動が変わったことについて考えてみよう。キノコさんの部屋で召喚された幽霊は公園にも現れて、そして私の足に引っかき傷をつけた。キノコさんが言うには幽霊の意識が変わったってことだけど。はあ。キノコさんおっしゃってましたね。霊的な存在は自分がここにいると気づかせたい。そうそう、だからブラッディ・メアリーは誰かに自分の存在を気づかせるために動いてる。この場でメアリーの存在気づけるのっていうと、もしかして電子の力を持つ私がターゲットになったのかもかな。おー、ふふー、ぐーっと電子の力を持つ私がターゲットになったのかも。やっぱりそういうことだよね。引っかき傷もつけられてるし、どうしたらいいの？キノコさんどうにかできないのかな。眺める。配信とか編集用のパソコンかな。キノコさんの仕事道具だ。これ1台で人気になっていくわけだからすごいよな。いや本当にね、すごいことですよ。電源入ってた。これ動画の書き出し中？林の中かな。動画の編集って大変そう。林の中。何倍速かで書き出し中の映像が確認できるんだな。あ、林を抜けたみたい。アパート前の公園かな。あれ、最後に映ったの私？あ、書き出し終わったみたい。林からアパート前の公園。やっぱやってんじゃない？そういえば手は木のところから出てきたかな。手じゃないの？隊長どう思います？やばい、飲み物がなくなっちゃった。フリー行きたい。ヤスミンさんどう思います？さっきも言ったけど、昨日アザミンが公園で襲われてたことが少し気になってる。これまでこのアパートの玄関前あたりにいた四谷都かもしれない幽霊がなぜか公園に出たでしょう。確かにそうですよね。公園に行かなきゃいけない理由が何かあったんじゃない？引っかき傷のことと合わせて調べた方がいいと思う。わかりました。調査について。調査どう進めましょう。四谷都の手がかりになりそうなことといえば、まずは昨日襲われた公園。あとはもうちょっとこの部屋と亡くなった元住人について調べるとか、そうすれば幽霊が出る理由みたいなのがわかる気がする。わかりました。相談があるんですけど、ジャスミンさん、ブラッディ・メアリーの意識に変化があったのかもしれないってキノコさんに言われました。意識？何？どういうこと？出現場所が紹介した部屋から公園に変わったから心変わりした的な。霊的な存在、自分がいることに気づかれたいそうなので、それで公園デビュー？まさかそんなわけないか。何か目的が？ブラッディ・メアリーの動きが読めません。一体何が目的なのか。霊的な存在、自分がいることに気づかれたいか、そして取り付く相手を探してるってことなのかね。いやー、どうだ、何か伝えたいみたいな、なんかあんじゃない？そうだとしたら意識の変化ってその相手が変わったってことになるかなって。
ブラッディメアリーが取り憑いて乗り換えようとしてる。お隣さんこんにちは。あら、このアパート気に入ったの104号室の無理心中事件についてまだ何か聞いてないことあったりしますかね。ちょっと緊急で何でもいいから情報が欲しいのですが。だいたい話しちゃった気もするけど。あ、事件の後の話ってした？いや、聞いてなかったと思います。実は事件の後も大変だったの。わかる？痛いよ、痛い。女の方は遺族が引き取ったんでしょうけど、男の方は遺族が誰もいなかったの。あら。その遺体を誰が受け取るんだってことでオーナー走り回ってたわよ。結局無縁仏ってことで処理されたみたいだけど。はあ。公園の管理人さんから聞きました。刺された男性は浮気相手の女性とよく公園にいたって。浮気相手の女性はどういう関係だったんだろう。本当に浮気相手なんか。でも管理人さんも言ってたしな。見るからにカップルっぽい感じではあったんだろうな。かといって遺体は引き取らないか。まあマリって金髪の女でしょ。事件前日に大声で名前呼んでるのを聞いたから覚えてるわ。マリって誰よってね。104号室の女はあのマリって女を許せないだろうね。そうですよね。でももっと許せないのが浮気男の方だった。おう。でもいいね。その浮気相手の女の方にさ、あれ殺意が向くタイプの人っていっぱいいるけど、その浮気相手の浮気をした自分の彼氏に怒りがいくっていうのはね、なんかそのまっとうというかいいよね。伝わるかなこの感じ。だから今の104号室に執着してるんだわ。四谷宮子さん104号室の幽霊はなぜ今このアパートに出てくるんでしょうね。その四谷宮子って名前、それは本当に合ってる？間違いないと思いますけど。別にいいけど。なんで？気になる。なんでそんなこと言うんだろう。幽霊がなんで出てくるかだっけ。そりゃあんたあの女の執念でしょ。男を許せない気持ちよ。でも今104号室にいるのは全く関係のない住人ですよね。あのキノコ頭いつかやられるんじゃない？やちえりも思ってる。104号室の女はまだあの部屋に浮気男がいると思っているに違いない。だから何度も現れるんでしょ。いやそうだよね。それはそうな気がする。シャキーンででん。やっぱりまだいる。この影虹色気もしないで立ってるなんて普通じゃない。いや幽霊、ほな幽霊か。霊的な存在は自分がいることを気づかせたい。そんなこと言っても普通は幽霊の存在に気づける人なんていないよね。あそこに向かってる影、キノコさんかな。動画の編集作業してる時の痕跡が見えてるのかな。何か私が公園で足をつかまれた時もキノコさん撮影してたはず。確かあの動画に映り込んでないかな。なるほどね。見せてもらうしかないな。ほな動画を。ブラッディメアリーは怒ってるのかもしれない。相談なんですけど、ブラッディメアリーって私に取り付こうとしてるんじゃないでしょうか。そうなんだ、僕も考えたんだが君以外にありえない。私どうしたらいいんでしょうか。キノコさん、召喚の儀式以外に幽霊をやっつける儀式とか追い払う儀式知りませんか。うわ、やらされるぞそれ。だるいぞ。確かそういう儀式があったはずなんだよね。本当ですか。やばい、動画のネタにされる。その儀式までに何か必要なものってありますか。私できる限りお手伝いしますので。
ね、動画のネタにされちゃうね。そうだね。じゃあ今晩ここで儀式をするから、それまでに除霊に使う霊的媒介を見つけてくれないかい。霊的媒介、それって何ですか？除霊を行う際に必要なその幽霊と強い結びつきがあるもの。それさえあれば僕が儀式でブラッディメアリーを追い払ってみせるよ。わかりました、探してきます。素直だな。部屋について、早速なんですが、この部屋について聞いていいですか？もともと幽霊はこの部屋に出てたじゃないですか。だからこの部屋に残したものがあるとか、思い入れのものがあったりとかしませんか？そんなのあったら真っ先に動画ネタにしてるけどな。ですよね。そういえば引っ越しを決める前にこの部屋の内見はされたんですか？何ですか？そうだよ、したんだよ、内見。その時押し入れの奥に段ボールが押し込まれててさ、いわくつきの物件って分かってて、そんなの見つけたら中身気になるでしょ。紙の束とか血のにじんだ人形とか入ってたんですか？入れなかったんだよ。ビニールテープでキチキチに巻かれてて開けられる状態がじゃなかった。切りゃいいじゃんね。何甘えたこと言ってんだ。不動産屋がさっさと回収してってよ。不動産屋もいたのか。こんなんしゃあないか。あれ絶対やばいものなって入ってたよ。見たい。気になってきた。ねえ、探してよ。でもそんなものどうやって？普通に考えたらもう処分されてると思うけど、可能性があるなら噂好きのあの人しかいない。不動産屋行ったらなんかどうにかならないかしら。動画の編集って大変なんですね。いろんな場面をつなぎ合わせたり、それを確認して書き出して。そうね、配信者も楽じゃないよ。さっき書き出したが終わったって表示されてましたよ。見ちゃった？もしかして見ちゃった？なんか林の中を歩いてたり、最後私が映り込んでました。あれだけはカットしてもらえませんか？本当映り込んじゃってた？そりゃいけない。修正しないとね。絶対してくれない。絶対してくれなそう。わざとだろ、あいつ。あと1個。部屋に残った荷物。きのこさんの部屋に残されていた荷物についてお聞きしたい。荷物、ですね、104号室に残されていたいわくつきの荷物らしいんです。104号室。こうビニールテープで厳重に巻かれてて、それならオーナーが警察に渡し警察に渡っちゃった。やっぱそうですよね。普通事件のあった部屋のものなんて手に入らないわよね、普通は。もしかしてそうですよね、普通は手に入らない。あるんですか？見たい。待って、この人どうなってんの？どうしてあるの？お隣さん見せてください。それって見せてもらうことってできますか？いいわよ。警察から荷物が返ってきた時に、どうせオーナーじゃ処分すると思って代わりに受け取ったの。親族のふりしたら簡単に受け取れた。やばっ！それ集めてんの怖いだろ、そもそも。とんでもないことをする人だ。あなたにならあげてもいいわよ。あんまりいい気分しないと思うけど。ちょっと待ってってね。かなりヤバそうな荷物だけど、私が生き残るために必要なんです。はい、この箱の中、何が入ってると思う？開けちゃいますね。これ包丁。もちろん包丁よ。凶器なんて絶対押収されるだろ。帰ってこないだろ。ってまさか四谷みやこさんが男を刺したのに使った絶対無理だろ。なんてものを隠し持ってんの？隣さん、部屋に置いてあったのか。この箱かどうかきのこさんに確認してもらおう。怒られるぞ。お
ワンチャン捕まったりするんじゃないか。なんか凶器をなんかしたみたいな罪で。裏手メアリー怒ってる。怒ってた荷物ってこれです。キノコさん、荷物ありました。これですか？それだ。テープは剥がされているけど間違いない。どうなんだろう。捕まったりしないのかな。なんかそれを隠したことになりそうじゃない？あ、でもどうなんだろう。それで中身なんですけど、髪の毛、爪、恨みが綴られたノートとか、事件の証拠として警察が押収してた包丁でした。それってここで起きた男を刺し殺した後、自分の喉を刺して自殺したっていう、前の住人の怨念がこもった岩つく付きの包丁。検査帰ってきても困るくない？親族もやばいじゃん。これちょっと写真撮ってもいいかな。なぜ除霊に使う分にはもちろんいいですが、写真ですか？だってこれ無理心中事件の遺品でしょ。あとこれは男女2人の血を吸ってるわけじゃない。これ絶対バズる。とんでもない呪いのアイテムだよ。1本の動画にはできそうだよね。この家であった事件について皆さんにお話しします的な動画で、事件のあれをして、そしてこれがつってね、それはありそう。変なこと言わないでくださいよ。でもこれで除霊ができるんですよね。もちろんさ。とりあえずこの包丁借りるよ。動画2本分になるやん。これの話、事件の話した後、じゃあ今からこれを使って除霊していきましょう。できて、よし、声の方も情報を集めなくちゃ。足を掴まれた現場に何か残ってるかもしれないし。それじゃあジャスミンさん、あれジャスミンさんまたいない。まさかじじいアパート裏まで見に来たんですか？ここは公園に来る子供らが通る道だから、見通し悪くされたら困る。ちょっとどっかに止めてくるわ。でもないんでしょ。もしあざみになんかあったらすぐ行くから連絡する準備だけ常にしといて。だるー。もはやおじいちゃんあれにしてサボってるまである気する今は部屋そのものだけど、昨日ここに幽霊が出たんだよね。そして私の足に引っかき傷がつけられて、私どうなっちゃうのか怖いけど、今やれることをやるしかない。なんでこんなことに。車移動させてます。本当にすいません。やめんのなこと言ってすまんね。実は昨日の晩、ここで女の幽霊に足をつかまれて、管理人さんも何か見ませんでした。何、女の幽霊？あんたは勘違いしたの。この公園は夜になると人気もなくなる。お嬢さんが一人でうろついていい場所じゃないぞ。なんといったものか。この公園の裏には病院がある。そこから患者が夜抜け出して、この公園でタバコを吸ったり、酒を飲んだりしとるようなところで、危なっ！とにかくあんたが見た幽霊じゃない。分かったな。うわっ！管理人さん、突然どうしたんだろう。突然どうしたんだろうって感想になるか、これ聞いて。やべえな、やっぱあざみちゃん。眺める。ベンチ。裏側になんかある？何もない。昨日と変わらないベンチ。そしてまたひなたさんがいる。あら、あなたもお散歩しに出てきたの？よかった。こんなすぐ会えるなんて。ひなたさん、こんにちは。実は昨日の晩、ここで幽霊を見たというか、その足をつかまれて。私が見たあの女の幽霊に？直接見たわけでないので確かではないんですけど。ひなたさんはこの公園で幽霊を見たりとかは？そうね。アパートにいるのを見たことあるけど、ここではないですよね。ないか。ひな
なたさんも四谷都の幽霊には気をつけてくださいね。そうね、あなたももうあまりあのアパートには近づかない方がいいわ。そうですよね。そういう104号室の配信者さんもあんな部屋から引っ越したらいいな。きのこさんのこと知ってるんですね。まあたまたま動画を見てびっくりしたのよ。あの鏡も映り込んでいたし、幽霊を呼び出すなんて本当にびっくりですよね。あの鏡って何？あなたあの人の知り合いなの？なら引っ越すように言ってあげて。引っ越さないのよ。出てきてほしいんだから。ひなたさんはブラッディ・メアリーって女の幽霊を知ってますか？ブラッディ初めて聞いたわ。鏡の前に立ってメアリーって女の名前を3回唱えるんです。鏡、女の名前。はい、そうすると血まみれの女の幽霊を呼び出せるものらしくて。マリ。その名前に何か覚えがあるんですか？ほら話したでしょ。殺された男が叫んだっていう女の名前。あ、マリー、そういえばそうでした。浮気癖のひどい男だったって噂。死ぬ直前まで浮気相手の名前呼ぶなんて。儀式してたのかな？儀式してたってことなのかしら？どういうことなのかしら？マリーって死に際に誰かの名前呼ぶかな？シエリア死に際に何助けておい誰かとかじゃないのかな普通ね。眺め法的な足つかまれたあたりだよね。このしがみ隠れようと思えば隠れることはできそうだけど、でも相手は幽霊だしな。何か落ちてるわけないか。なんかこの辺り枝が折れてる。誰かここにいたのかな。なんかよく見ると右奥の方に向かって枝が折れてってる。それって移動した後ってことやってんな。キノコやってんだろ。眺める。木と草がすごい。この先に進む人はあんまりいなそうだけど。何この影。茂みをかき分けて走ってるように見える。メガネ目か。この橋の影、ここにあるものしか見えないけど、どこに向かって逃げてるんだろう。幽霊に足逃げてるってちょっと違和感あるけど、さっき手前の茂みの枝が右方向に折れてるのを見たけど、これってもしかしてはいこの影倒れてもがいてる。あ、そうか、これ昨日の私だ。茂みの下から手が伸びてる。ほんとだ。爪を立てて手を伸ばしてる。そもそも引っかき傷をつけるために手を伸ばしてきたってこと？なんでどうして私が標的にイメージができるばっかりに早く見えなくなるようにしてもらいたい。いや、あの野郎やってんな絶対。茂みから手が伸びてるってことは茂みの中に幽霊がいたってことだよね。で、こっちに走ってきました。この林の先に何かあるのかな？ちょっとわかりづらいけど、枝の葉っぱがここだけ剥げちゃってる。もしかして幽霊はここを抜けてった？あと調べるところ。こう抜けてった。気持ちがいいわねーっつってね。こっちはないか。管理人さん、まだ何か聞きたいことあるのか。枝折れてんですけど幽霊見かけたことありますか？管理人さん、やっぱりこの公園に幽霊は、あなたが何を見たのか知らんが、そんなもん見たことがない。ここのところそんな噂をする者もいるが、とにかく幽霊なんかおらん。幽霊は信じ
ない派のおじさんです。林の奥なんですが、そのさらに奥って昔はコアの向こう側に通り抜けられるようになった。裏の病院から患者が夜抜け出してこの公園のタバコや酒やらを好き勝手するんでな。そうでなくても病気で気がめいってるものもおる。余計な詐欺を起こさんために裏の入り口は閉鎖したんだ。じゃあ今ってただの行き止まり袋小路だな。じゃあなんで行ったんだろう。私キノコもあっち側から来てたよな。むむむ、これはおかしいぞ。キノコさんの儀式までにいろいろ情報集めたかったけど、あんまりいい情報手に入らなかった。どうしたらいいの？早く何とかしないと。私センター長さん来た。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。ちょうどよかった。聞いてください。私幽霊に足をつかまれて、それでブラティ・メアリーが狙ってるのは谷原キノコではなく自分じゃないか、そう思ってるんですね。そうです。なんでそれを何度も言わせてくれますね。これが千里眼の力です。私どうしたらこれから行われる除霊の儀式楽しみですね。そもそもブラッディ・メアリーの呪いは有効なのか、キノコさんの民間除霊は機能するのか、そしてこの入り組んだ貝の真相にアザミさんをたどり着けるのか。そんなことを伝えるために電話してきたんですか？私死ぬかもしれないんですよ。大丈夫、あざみさんは死にませんよ。その日まで私が死なせません。その日までってなんだ。かっこいいけど私が死なせませんわ。それってどういう？事件はまだまだ続きますよ。まだまだ続くって。キノコさん、儀式をお願いします。このままだと私ブラッディ・メアリーに取り殺されちゃいます。そんなの嫌です。だからいない。あれ、誰もいない。キノコさん？うわー、やばい。すんごチェストヘブ。みょみょかみょむ。キノコさんいてて。キノコさん何してるんですか？待って。チラリした。やばい。バレちゃう。配信止めなきゃ。ストップ。やってんなー。キノコどういうこと？もしかしてこれあんたの仕業？じゃあこれでアザミを襲ったのはあんたのやらせだな。お前ふざけんなよ。おい、こっち来い。ジャスミンさん、暴力はダメですよ。まだ配信回ってるかもしれないですし。今回の件に関しては調子乗りすぎだろ。私は別にキノコのアシスタントとして雇われたわけじゃない。間違いない。お金払ってもらわなきゃ。ただで働けねえよな。これじゃダメだ。次は儀式じゃなくて鏡に細工して幽霊を見せるしかない。キノコさん、帰って。もう帰ってよ。まずいな。一旦炎上するな。やっぱりやらせだった。じゃあ鏡に映ったやつも結局こいつのやらせなんじゃねって流れになるからな。昨日お疲れ様でした。狼少年っていうのはね、いずれ誰からも信じてもらえなくなる。キノコの野郎もう一撃食らわしておけばよかった。それを我慢できたジャスミンさんはすごいと思います。キノコさん、今度は鏡に何か細工するって言ってましたね。ダメだ、思い出したらムカついてきた。でも昨日のあれ配信に載ってたかと思うと SNS の反応すごいことになってそうですね。ムカつく。視聴者の反応は良くも悪くも大きそうね。荒れてそうですよね。でも何か新しい別の情報が現れるかもしれない。依頼内容の幽霊の存在を明らかにするについては、結論、存在しない。全部キノコのやらせ。でもな、終わり際チラッとしたもんね。あとはキノコから調査費分取って終了。それなんですけど、私まだ解決していない問題がある気がして。
私の中でもそれが何かまだ分かってないんですけど。おう、いいじゃん。私はただの運転手だからあそこあざみに任せますわ。ではきのこさんの動画に対する視聴者の反応と引き続き噂の幽霊に関する情報を探します。はい。お水取ってきたい。肩こった。ちょっとお水を取ってきたいと思います。少々お待ちいただいても良いでしょうか。はいはい。はい、では少々お待ちくださいます。ほいほい。あれ、マイクついてる。めっちゃマイクついてんじゃん。おいしょ。ただいま。チエリが猫に喋りかけてんのとかも載ってたかな。猫がさ、防音室入ろうとするとさ、飛びかかってくるからさ、やめてよね、やめてよ、猫じゃやめてよねってやるんだよね。聞こえなかった。さすがにそれは聞こえなかった。ほんと本当になんか飛びかかってくる勢いで足にでも、お前いくら防音室にってやってくる。防音室チエリが入るとさ、長い時間出てこないから嫌がるんよ。もうずーっとついてくるから、防音室出たら家の中一生ついてくる。そうやめてよ、入んないでよね、おやすみおやすみおやすみっつって来た。いやすごい行くなー。いや本当にそれくらいの勢いだよ。やばい。ちょっと待って、ミルクティー飲む。本日はミルクティーです。なんか毎月ちえりちゃんが今月飲んでいた配信のお供みたいのまとめてくれる人がいるから、時々言ってあげよう。今日はミルクティーを今飲んでいます。さっきまでは麦茶でした。よし、オッケー。それ
では続きやっていきます。調査パートからですね。大変なことになってますねこれはさすがに笑うしかしかなり注目浴びてるし、キノコのやらせに関する投稿もありゃしっかりメガネチェックしてる。でもともと迷惑系やってたんだったら炎上でも見ればいいやって感じではあるんじゃない？どうなんだろう。はい、キノコやらせ確定。決定的画像じゃざまーね。やっぱなみなみしてるやつじゃないとダメだよね。ショックです。二度と谷原キノコの心霊配信見ません制裁なんですよ。いや元からだよ多分ね。キノコのやらせバレ画像面白すぎるだろ。これは拡散して永遠に残そうず。ハッシュタグやらせバレ画像保存会まあ一周回って面白い。なんかもともと好感度低い人なんだろうからさ、こういうのが出てもはいはいやっぱりそうでしたねみたいな感じで終わるから、なんか別に美味しいよねもはや。早速拡散されてる。こういうのってすぐ拡散されちゃいますよね。調子に乗るからってのもあると思う。ネトミはすぐ見向くしようとするからな。やばい、クジャミが今度こそクジャミ出そう。今度こそ今日こそ間違いなくクジャミが出そう。はぁ投稿ってこのワード検索してって人はあざみ何目になる。やらせバレ画像保存会出なかったわ。次、谷原キノコやらせ謝罪動画まだ？謝罪って少し大げさなんじゃ。テンプレート化したいじりみたいなもんだわね。じゃあアパートが事故物件だったってのも嘘ってこと？四谷宮子って女がやった無理心中も捏造？なんだか私も調べたはずのことが間違った気がして落ち着けいやいや、それはさすがにあるよ。そうだよ、だって新聞とかに載ってんだからね。あ、大丈夫でした、くしゃみ。なんかみんなすごい悲しんでる。ごめんね、悲しませちゃって。でもくしゃみは出ないんだ。そういうこと。あの動画に出てた女子の二人ってこのやらせのために出演したの？つまんな。巻き込まれたんですけど最悪。違う。つまんなとこっちが手に取られたんだっつうの。てか失敗しないだろあれしたらね。お前らアホだから女の子映しとけばいいんだろってことだろそんなつもりでもないのに。まあそうでもないとよ。つうか無名配信者だけど外見で使えるって判断したか。そうやって売り込んできたってことじゃないの？女って外見整ってりゃ使い道あっていいよね絶妙にこういうこと言うやついそうでおもろい。ウケるなぁ。いやさぐれてるね。急に髪の毛を整えたくなったし。確かにこういうやついる。本日の活性 SNS なんで私勝手に捉えただけなのに。あんまこの先真面目に読まない方がいいかも。やらせのアシスタントなんてよく引き受けるよ。やっぱこんなん見てるやつらって下に見てんだろうな。性格終わってるかわいそうに。性格終わってる。ほらオカルト界隈もこういうやつらのせいでどんどん質下がってるわ。これはエンタメとか言っちゃうでしょやばい言ったな最初の方に。でもな別にエンタメだからな悪く捉えすぎていると思うけど、言葉の感じを。私たちのせいだ。私たちにそんな影響力あるわけないでしょ。車に構えてる。いやそうだよね。かわいそう。エンタメ楽しめないで。そもそもあれ可愛いとか言ってたやつセンス疑う。うわっそれはこいつ見たことあんぞ。この赤い車のやつ。おいお前どういう気持ちだ。これ車乗せてってことは車好きなんだろ。お前の車出せって言われてどういう気持ちだ。例えば見た方がいいぞ。てめえこの野郎顔出してみろ亀車後ろこの野郎腹
立つね。素人丸出しなんだよね。見てると共感性周知心が出た。共感性周知って言葉使えば何でもいいと思ってるやつ共感性周知って言葉を使ってるのがそもそも共感性周知だわ。全部これブーメランで回ってるチエリからこの人、そしてこの人からチエリへ、これがブーメランでお互い差し合ってる共感性周知、なんだか申し訳なくなってきました。素人って何の素人だよ。その発言に羞恥心刺激されないのかもういらんって勘違い女、何もしてないのに勘違い女みたいになって、くそ、なんだこれ。勘違いしてしまったんですかね、私かわいそう。いいか、アザミ、これらを受け止めるな。相手はあんたを知らないし、あんたもこいつを知らない。つまりその程度のちっちゃい悪意、いちいち受け止めちゃダメだよ。うわ、めっちゃ刺さる言葉。確かにそうだよね。キノコも終わりか。この女二人は始まりもしてないけど。うわ、なんでキノコじゃなくてこっちに飛ばしてくんなよ。なんなんだこいつ。始まってます。調査員として始めたばかりです。おいいぞよそれ始まる前に追われてよかったじゃん。マジ世の中に迷惑かける前に消えてくる。うわ、はい開示請求。はいこれお手紙来ます。これお手紙送れます。はい、これはお手紙完全に送れます。弁護士に相談させていただきたいと思います。消えません、今から仕事です。あれ、なんかなみなみした？震えて待て。新原キノコのやらせ画像を後世に残しましょう。やらせバレ画像保存会。後世に残して何の得があるんですか？こいつらはそれが生きがいなんだ。恥ずかしいやつらだな。ひどすぎるっぴ。ものすごく受けてますね。キノコの人気ってこういうところの重要なのか。おう、できた。やっぱり全部キノコのやらせだったんだな。知ってたけど楽しそう。笑い飛ばしてくれてんのか、爽快にぶったたいてんのか。まあでもこういう層にあれしてんだろうな。迷惑系から心霊系みたいなの言ってるってことは、もう視聴層がこういうとこ向けっていうか、そうね、エンタメとしてまあこの人たちは楽しんでる。この人たちは別にどっちでもいい。最初からやらせだろうがやらせじゃなかろうがどっちでもいい人たちな気する。この画像の子らが早速回ってきたんやろこの速度で嘘の画像できて出回るんだもん。世の中の情報なんて鵜呑みにできないよねごほ谷原キノコ終了のお知らせ。誰のためのお知らせなんですかねあざみちゃんのこのネットに疎いこのストレートパンチ聞く人いそう。何かとお知らせしたがるやつって何になりたいのね、心霊系配信者としては終わったなキノコ。これからお笑い系配信者として生きていけ。いいじゃん。でもこう言ってくれる人がいることがありがたいっていうか、そうだよね。この事件はキノコの配信がバズった時に確か闇考察ニュースでまとめられてたはず。闇考察ニュース、はい、検索しましょう。やらせ言われる人もうまくやれよな。バレバレじゃん。がっかりだわ。まあそれはね。そうね。当事者は自信を持っていけないんです。バッシングご意見をネタにするのもどうなの。本気で怒ってる人もいるでしょ。事件の関係。あー、確かにそこはちょっと考えてなかったわ。事件の関係者とかは
やだね、こういうの絶対ね。間違いない。こういうのを検索したら出てくるのかな。確かに不謹慎。検索しましょう。はい、事件の関係者から検索しようかな。梅木高校で起きた例の無理心中事件、被害者とか加害者の家族とか事件関係者で今回のキノコの配信見てどう思うんだろうね。いや、そうだよね。だって、要は娘遺族がさ、あれいろいろ引き取ったっていう話があったけど、娘のあれを面白おかしくやってるってことだよね。それは確かに、そう考えると確かに良くないわ。間違いない。闇考察ニュースがお届けする梅木町で起きた無理心中事件と死んだ女が幽霊となって現れているという噂。あれ？これあれじゃあ、日向さんが撮ったやつ？私は見た覚えないけど気のせいじゃない？これ日向さんのアイコンなのかな？すごくない？あれ？あれ、日向さんだっけ？お隣さんだっけ？どっちか忘れちゃった。巻き込まれたとはいえ、映り込んでいましたね。ただキノコは恒例の儀式として騒いだだけじゃない。ここで騒いでる連中が引っ張り出した気もするんだけど。そもそも例の事件って、事件の関係者の人間って誰かいんのかな？事件の関係者というと家族とか友人関係ですかね。まあいるっていう話だったよね。男の人にはいないけど。あ、出たこいつ。人気配信者のキノコが心霊配信を行ったことで脚光を浴びている梅木町のアパートと無理心中事件とは詳しくはサイトへ。どこにでも現れるな。やっぱりサイトに誘導するんですね。サイトでアフィリエイトを踏ませて儲けるビジネス。メンタル病んだ女が不倫して会社の上司を切り刻んで殺したんでしょ。会社の上司、四谷都の夫と不倫したクズ男ってもともと上司だったんでしょうか。なんかいろいろあれだ、噂の噂になってきてるから、やっぱり内縁関係にあったクズを包丁で刺し殺して、その後自分の喉を刺したって事件だったな。女の恨みは怖いね。どっちもだよ。男も女も関係なく怖いよな。管理人さんがお隣さんが聞いた話の通りかも。違うよ。内縁の男はクズ男で浮気がバレて女に包丁で刺し殺された。あれ？内縁関係にあったクズ男を包丁で刺し殺してその後自分の喉を刺した。はい。内縁の男がクズ男で浮気がバレて女に包丁で刺し殺された。一緒の話だよね。ん？情報が浮気のクズ男。浮気って言えば声の管理人さんが聞きましたね。内縁関係にあった浮気症のクズ男を一緒のこと言ってるよね。これ違うよじゃないよね。チエリがおかしい。この人のこれが2個上にどっちもかかってんのかってことかな。メンタル病んだ女がっていうところに2つかかってるってことか。恨み深そう。これは幽霊になって出てもおかしくないわ。キノコにやらせ置いといて実際に出そうじゃない？公園で浮気相手の名前を呼ぶ彼氏、私なら絶対耐えられない。恨みは深いですね。私なら蹴り飛ばす1メートルくらいのどでかいハサミで刺し殺した。そんなんあんの？庭用のってこと？んなわけ。1メートルジャスミンさん新情報です。謝るな。この投稿のいい加減さを見て。
幽霊の女って四谷美和子、その父親の記事が出てきたんだけど、こいつの娘がクズ男殺して自殺したメンヘラ女か。無理心中女の父親に直撃。見出しがすごい。四谷美和子の父親、そんな記事も出てるんですね。父親か。あさみんとしてはまだこの事件に何かあると思ってんだね。そうですね。話を聞けるかどうか私の独自ルートを使って喋る。おお、すげえジャスミンさん。できんのそんなこと。すげえ。次、闇考察ニュース。闇考察ニュースがお届けするやらせが発覚した谷原キノコ配信の謎とやらせバレ画像とバズってる画像の気になる箇所について。ライブ配信また出たよ、この赤い車のやつ。ライブ配信で盛大にやらせがバレた谷原キノコですが、映っている幽霊画像について 100% やらせと言い切れないものも。詳しくはサイトへ。またこいつあいつ適当なやり方で儀式失敗して鏡の中の女を怒らせたんじゃない？すっごいね、このなんかヒロイガみたいな後ろ姿の、なんかディズニーとかで後ろ姿撮ってそうな女の画像をあれしてこういう喋り方なの。すごいね。お水飲みます。私たちは勝手に鏡に映しましたよね。それもありそうだし、召喚した例って。あ、お水飲んだ。盛り上がってくれてありがとう。お水を飲みました。サイトの内容を要約すると、やらせがバレた配信以前のものについてはやらせ判定できないみたいなことだね。まあまあまあ、そうみんながちゃんと思ってくれるならね、キノコも嬉しいでしょうけど。いやいや、やらせがバレましたって状況になったのは全部やらせだろ。まあしょうがない。狼少年ってそういうことだから。一回やらせの印象つくと大変ですね。そうだね。だから自分の普段の行いっつうのはね、あれしてくるから。でも確かに最初の配信とか2回目の配信とかやらせっぽくないんだよな。やらせのないことを証明するのも簡単じゃないですよね。やらせバレ画像で闇考察ニュースが指摘してる箇所なんだけど、これ何かな？なんか映ってない？おお、気づいた。映ってたよね。これチェリは気づいたよ。終わった。ちょっと文字だけもな。いやいやいや、マジ女の霊を呼び出すって言えばベイビーなんとかってやつ。ベイビーブルーって赤ちゃんを返せなかった時、鏡の中にいる女に襲われるんだけど、何それ？知らない。ベイビーブルー。なんか曲鳴らしてるけど、メリーさんと一緒だやつか。家族さんね、確か。手帳更新やった。ロッカーの子供とかかしら。なんだろうね。見てみよう。幽霊の赤ちゃんを抱っこできる方法を知ってるかい？これは海外の都市伝説ベイビーブルー。時間帯夜の間、トイレもしくはお風呂場で行う。扉の鍵は閉めなくちゃダメ。そして鏡の前で赤ちゃんを抱えるようポーズをする。どうしよう。トイレなら扉閉まるか。お風呂は鍵ないんだけど。はい。鏡の前で赤ちゃんを抱えるようなポーズをする。ここまでできたら呼び出しを始める。ベイビーブルーと13回。長っ。13回唱える。すると腕の中に赤ちゃんのようなずっしりとした重みを感じる。赤ちゃんのような重みはどんどん重くなっていくから気をつけてね。その重みを抱えきれなくなる前にトイレもしくはお風呂に流さなくてはいけない。もし抱えきれなくなった赤ちゃんのような重みを流せなかったら、鏡の中から突然女が現れて、私の赤ちゃんを返してって襲ってくるから、間違いなく手順通りにするよう心がけて。初めて聞いた。お風呂に流すってどういうこと？お湯をじゃあちょっと溜めてて、それを流すっていうあれをしなきゃいけないってこと？
れも呼び出したメリットない。確かに呼んで楽しむようだね。ちょっと待って、どういうこと？まさか昨日の配信にも幽霊が映ってるの？満杯までお湯溜めてたら積み、いや確かに手に持ってなければいいのかな。今返してる途中です、ちょっと待ってくださいとかって言ったら待ってくれるかな。全部が全部キノコのやらせじゃなかったってこと？そういうことになっちゃいますよね。昨日にも映ってた、やらせした動画にもやらせの部分以外で映ってるものがあったってなったらね。あれあれ、なんか暗い。バグってる？あれあれ、あ、びっくりしたー。バグってるかと思った今。そういえばセンター長さんも事件はまだまだ続きますよって言ってました。どうせ言いっぱなしでしょ。何かしら対策は出せっつーの。いや今焦った。終わったと思った。確かに言いっぱなしなんですよね。連絡が一方通行すぎるんだよあの人は。あとそうだ、四谷美和子の父親ってそこは任しといて調べられるんですが、まあね、幽霊の父親調査の方はよろしくお願いします。幽霊の父親か。梅木高校104号室。はい。センター長さんから電話だ。どうも。センター長さん、キノコさんの家でまた幽霊に遭遇したと思ったらキノコさんだったり、すごい大変だったんですよ。もう幽霊相談はこれっきりに。ですが幽霊は昨日もアパートに出ましたね。そうなんですよ。やらせだったのにやらせじゃなかったんです。あさみさん、ブラッディメアリーの問題は終わってません。まだ人が死ぬ可能性はあります。死ぬの？本当ですか？こっからの調査は本物の幽霊、その正体にどこまで迫れるかが鍵になるでしょう。余計な情報であるやらせについて切り分け、はい、幽霊の素性について調べてみてください。それってもしかして噂に上がった幽霊の父親のことですか？それも含めです。この事件を被害なく終わらせられるか、あさみさんあなたにかかってますよね。そんな昨日はいろいろとなんてことしてくれたんだよ。僕もまあ昨日あんだけのことして今日顔出せるもんだよ。首まだ痛えよそこ。おんびに昨日のことなんですけど、よく聞いたもんだよな。いいよ言ってみろ。昨日ってきのこさんが幽霊のふりして私を襲うところをライブ配信するつもりだったってことですよね。そうだよ、それをジャスミンとかふざけた名前の女が台無しにしやがってよ。あと、一昨日の夜アパートの前の公園で私が足をつかまれた件も、そうだよ、茂みに隠れて脅かして倒れてるとこ助ける、これを撮ってたんだよ。公園以外の幽霊についてですけど、例えばジャスミンさんの後ろに立った女の霊とかもそれは知らない。あと最初の見切れて映ったやつも知らない。でしょうね。必死に呼び出してるのになんで出てこないんだよ。メアリーメアリーメアリー。もううわっ、今キノコさんでもキノコさんはここにさっきから何言ってんだよ。今鏡に幽霊が映り込んでキノコさん見てないんですか？またこのパターンか。もうあんたで確定だよ。幽霊に取りつかれたのはあんただ。よかったなあっち。私で確定。最悪。コメント荒れてますね。昨日の配信の件でかなりコメント荒れてますね。いやお前らのせいだから。いや自分のせいです。自分の。もし仮にやらせをするのであればこのね我々に先に言っといてもらわないとね、そういう手回しもしないでなんかいざバレた時にみたいにしてんのはちょっと違うと思いますけどね。でも再生数すごいみたいですね。それは嬉しいけど。そうだよ、大丈夫。炎上系でやってんだから慣れてるでしょ。動画といえばなんですけど、あの動画にまた映ってたの知ってます？マジで知らなかったんですね。
ってたんだよ。キノコの顔見てたら腹立ってきた。コンビニです。なんてコンビニ済ませられるね。結局すべてがキノコさんのやらせで動画のネタのためだと思ってましたけど、あの幽霊の映り込み見る限りそうとは言い切れなくなっちゃいましたよね。でもだとしたらですよ、どうしたらいいですかね。このままだと私どうなっちゃうんでしょう。落ち着けてセンター長も言ってたでしょ。幽霊の素性について調べられることがあるって。調査について。調査これからどう進めましょう。やらせってことは分かってるけど、一応キノコ確認しておこうか。やらせじゃないことが見つかったらそれが手がかりになるかもしれないし。確かにそうですね、分かりました。昨日の件以外にも公園で私の足を掴んだこと、自分の仕業だと認めました。認めましたよ。まったく人に怪我までさせて何やってんのあいつは。でもそしたら私の後ろに立ったやつとか玄関前にずっといた配信見切れて映ってるよ。それについては知らないらしくて、じゃあそこについて幽霊の仕業は可能性ありってことか。でその話をしている最中に鏡に何かが。何これ以上やめてよね。マジで四谷都の素性を調べてみた方が良さそうだな。そういえば SNS で見つけた四谷都のお父さんの件なんですけど、それで独自のルートで調べてもらったら案外簡単に見つかった。おっ、父親に話を聞きたくなったらアパートの門戸なんだろう、集合ね。車回すから了解でーす。これで終わりかな。あ、お隣さん。モンビ昨日は人騒ぎあったわね。やっぱ知ってる。この人だよ絶対。昨日の夜のことなんですけど、夜中に大きな音が鳴ったからまた事件が起きたのかと思ったのに、あの104号室の人が騒いだだけだったみたいで、早くまた死人とか出ないかしらね。おわモンピ。女性の親族。例の女性、事件の女性、四谷都の親族についてなんですが、はいはい、104号室の女の親族ね。男の方は天涯孤独だったって話したっけ。言ってた。女の親族はいたみたいだけど、娘は大変な事件を起こしちゃった張本人でしょ。世間体なのか知らないけど、ほとんど何の対応もしなかったって。冷たい親もいたものね。普通に迷惑かけたんだから、ここには謝りに来るのが筋じゃない。もしあったらさ、謝りに来いって伝えておいてよ。そうですね、会えたら伝えておきます。まあ確かに四谷都さんのお父さん調べられたから。オッケー、ほな行くか。キノコさんのことは大体把握できました。公園の儀式の時に出てきた幽霊はキノコさんですね。逆に言うとそれ以外については本当に幽霊なのかもしれません。なるほど、アザミの言う通り問題は解決してなかったわけだ。そんじゃ四谷都の父親に会いに行ってくるか。はい、行きましょう。さすがです、ジャスミンさん。おお、初めての場所。ここが四谷都の実家で、その父親が住んでる家ってことらしい。一応事前に電話して事情は伝えておいたから話は聞けると思う。はい、わかりました。結局アパートの幽霊は何を目的になぜ現れるのか、四谷都のこと知れればわかることもありそう。了解です。四谷都さんについて聞いてきます。はい。すいません、都市伝説解体センターから来ました。話伺うことできますか？ちえりちゃんです。誕生日は3月16日魚座。かわいいです。調査について。梅木町のアパートに幽霊が出るってご存知ですか？幽霊ですか？チェリーだよ。みんなスタンプの協調性が高いよね。ずっと思ってたけど、これだって全員同じ人じゃないでしょ。反応速度と協調性がすごいよね。いつも思うけどさ、ラブって言ったらラブ&ピース出してきたりとかすごいよね。
我々は都市伝説を調査していまして、アパートに出る幽霊が娘さんかもって思って調べてます。すごい。突然こんなこと言われても驚いちゃうかもしれませんが、どうですか、突然のことで何と言っていいのか。よちよさんはその娘のことを聞くのに名字で紛らわしくなりますよね。私のことは名前で呼んでいただければ、よちやつぐおと言います。マジ？みわこさんの方がまだあれだったのだよ。なんかね、お父さんみたいな人につぐおさんっていうのちょっとなんか違和感。そうですね、すいません、つぐおさんと呼ばせてもらいますね。変なことを聞きますが、私もそのアパートに行けば娘の幽霊に会えますか？あ、お父さんも会いたいよね。会いたいでしょ。会いたいということですか？恥ずかしながらあのような事件を起こしてしまったとはいえ、みやこは自分の娘ですからね。まあそりゃあね、会いたいよ。娘さん思いなんですね。そんなことしたとしても自分の子供ですからね。何か変でしょうか？なことない、自分の子供なんだからね。娘さんは確か冷たい親って、あ、確かに言ってた。言ってたわ。ところでお母様。みやこさんのお母様は家内ですか？家内は娘が死んでから相当気を落としましてね。そのせいなのか大病を患って娘が死んでから半年も経たず後を追うように行きました。あら、お父さんかわいそうに。あったんですね。すいません、お辛いこと。答えにくいとは思いますが、みやこさんと事件について伺ってもいいでしょうか？はい。娘はもともと元気で明るく、大学までスポーツをやっているような子でした。なので社会に出てもうまくやれると思っていたんですが、娘の生真面目な性格が災いしたのか、自分を追い詰めてしまったのかもしれません。でもまさか相手の男性の肩を刺して自殺するなんて、疲れて考える余裕をなくしてしまったんだと思います。ひどい男性だったと。相手はひどい男性だったと聞いています。新聞や週刊誌にあることないこと書きますから。その男性は娘を心配してたんじゃないかと思うね。私にも似たような経験があります。似たような経験。職場の若い子が仕事に馴染めず出社拒否みたいになりまして、心配で家まで見に行ったりしたこともあったんですよ。それで発展して浮気ってこと？まあ浮気をしてないんじゃないその男の人はって言いたいんだろうなあ、多分ってことなのかしら。どうなんだろう、何の話？すいません、ちょっと話が見えなくて、何の話でしょうか？いえ、そのアパートに引きこもった娘を心配した職場の上司の方がわざわざ様子を見に来てくれたという話ですが、あら、あれ、ネットに書いてあった。そっちが本当ってこと？ネットに書いてあったやつだ。すいません、やっぱりわからなくて、事件について一から説明していただいてもいいですか？では、娘は新卒で第一志望の企業に就職できてとても喜んでいたんですが、しかし配属先は希望通りにはいかず、そこがいわゆるパワハラの温情なんだろう、温床なんだろうだったと聞いております。温床、なるほど、推し。入社から数ヶ月で塞ぎ込んでしまい、自分のアパートに引きこもるようになりまして、それを心配した上司の方が様子を見に行ったんでしょう。仕事に引き戻されると勘違いした娘は手元にあったハサミで上司の肩を刺し、その後自分を刺して自殺。ハサミだ。1メートルではなかったけどハサミだ。じゃあ包丁なんや。男性を殺して自殺ってところは似てるけど、同性男に浮気されたとかそういう話ではなく、浮気
ださい。すいません。お父さん、八谷都のお父さん、都さんが亡くなって心を痛めてるみたい。私がアパートに寝る幽霊の話をしたら何と言ったっけ。会いたい。でもこれってお隣さんから聞いていた話とだよ。なんか2つの話があるのかな。お隣さんもさ、四谷都について話した時、四谷都って名前だったかしらみたいな感じだったじゃん。だからなんか2つの話があれしてんのかしらね。管理人さんも浮気うんぬんって言ってたから、お隣さんと管理人さんとかは同じ人のこと話してそう。ひなたさんはでもマリーって声聞いてんだもんな。ひなたさんはどちらとも言えないのか。浮気うんぬんはどうだったかな。はいはいはい、眺める。箱が積んである。ちょっとわかんなくなってきた。難しい。みやこさんの荷物を引き取ってそのままなのかな。なるほどね。あ、仏壇眺める。お仏壇だ。扉は閉じてある。こういうのって無断で開けちゃダメだ。そりゃそうだよ。線香なんかあれさしてくださいみたいな言えばね、やってくれるんじゃないか。入り口から行くか。てってってって。これってお父さんの影？なんだか寂しそう。そうだよね。ジャスミンちゃん。幽霊の実家って割には意外と普通だね。まあ親とかは関係ないか。ジャスミンさん、どうも聞いていた話とだいぶ違うんですが。どういうこと？代理店パワハラ上司？はいもしかして全然違う人の家に来た？いや、そんなはずは。アパートの住所確認してくれる？そうですね、確認してきます。確認しましょう。まだ何か。アパートなんですが、娘さんの住んでたアパートなんですが、住所教えていただいていいですか？はい。住所。梅木本町。梅木本町だ！ 1-2-3 コーポ梅木104。梅木町じゃなかったっけ？古いアパートで向かいに公園のある。あ、そうですよね。向かいに公園のある梅木町のアパートですよね。梅木本町って言ったよね。言いたくないけど。言いたくない。あざみこういうのマジ仕事できねえやつのとあれだよなこういうとこあるよな。仕事できねえやつって。梅木町アパートにどうしよう。だるいな。これ言いたくねえな。梅木町のアパートでした。話ややこしくすんだよな。四谷都さん、梅木町アパートに住んでました。私も確認したけど、幽霊が出たアパートは間違いなく梅木コーポ104。気づくか？気づいた！とりあえず他にも何か四谷都に関する情報集めてる。わかりました。気づけ！どうしよう。どうしたら気づいてくれんだ、あさみちゃん。娘さんについて。こういうのお願いするの忍びないのですが、もしよかったら娘さんの遺品とか見せていただくことできますか？娘の遺品ですか？ア
パートにあったものはほとんど血がついていたので処分しました。持って帰ったものは確か隣の部屋の段ボール箱にあったはずですが、ありがとうございます。奥の部屋のお仏壇見てもいいですか？娘さんの写真見せていただきたいなと。仏壇が閉まっていれば開けてもらっていいですよ。ずっと写真を見ているとどうも辛くなるので閉めているんです。よくしゃべる。聞いた段ボールこれかな。アパートの住所も書いてある。これで間違いない。梅木本町 1-2-3 コーポ梅木。やっぱ違う。さっきも聞いたけどなんか違和感あるな。一応写真撮っておこう。頑張れあざみ。中身は服？ジーンズや T シャツ、ボーイッシュな20代ファッション。アパートで見たの白いワンピース幽霊だったけど、そのイメージとは全然違うな。開ける。気づくかこれで。写真立てが2つ。50代くらいの女性、こっちはきっとお母さんだな。じゃあこっち若くてショートカットの元気そうな女の子が映ってるけど、なんか幽霊のイメージとは全然違うな。なんでこの人は四谷みやこさんなんだよね。よし気づけ早く。よしちょっと考えてみよう。いけるか。四谷都という名前で呼ばれていた幽霊。四谷都という人が実際に亡くなられていたことが分かった。実家のお父様から話を聞けば聞くほど頭の中がむちゃくちゃなことに。共通点あるんだけど違うところが全く違いすぎて不思議ですね。しかし肝心なことは調べた事実をもとに考えることです。四谷都という人物は噂の幽霊と同じ特徴でしたか。髪型や服装、性格などどのような情報が集まったのか。集まった情報は事前の情報と食い違う情報ばかり。ここまでの前提を完全にひっくり返されちゃうけど。来た。四谷都は梅木工房の幽霊と異なる人物であるのかも。四谷都は梅木工房の幽霊と異なる人物であるのかも。はい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 。すごいゴシップ好きな大ボラ吹きだったお隣さんはゴシップ好きな大ボラ吹きだったとかかな。間違えるっていうか、それするとしたら四谷都は植木工房幽霊と異なる人物であるのかも。そんなまさか。では私たちがこれまで調べてきたことは、植木工房に現れる幽霊は一体どういうことなの？グッド。はいはいはい。まだ何か。さあ。どう何か聞けた？はいはいはい。遺品なんですけど、ボイスの衣装が多くて違うんだよねつって。ショートカットの女性でした。長髪の女性と全く違うイメージじゃん。でもその家の女性が四谷都であることもできる。違う違うんです。やすみんさん、全然わかんないんですけど、ここに来たら幽霊の正体にたどり着けと思ってたのに、真相からどんどん遠ざかっていく感じがします。どうしてこうなった？このままじゃ何も解決せず私はブラディメアリーに嘘でしょ。おいマジか。解体できる？どうも。相変わらず混乱しているようですね、あだみさん。センター長さん、やっぱり私は無理なんだと思います。四谷都さんのことを調べれば調べるほど元の情報から離れていってしまって、幽霊の存在がどんどんわかんなくなっちゃってて、我々が追っているのは幽霊ですからね。突然消えるものこともあるでしょうそれもブラッディメアリー、鏡の中で幽霊ですからね。やはり偽物の怪異ではこうはいかない。入り混じる情報と混沌こそが都市伝説の醍醐味ですね。なん
なんで楽しそうなんですか。これあざみさんなら理解できると思いましたが、とにかくまずは鏡の幽霊の正体を解き明かしていきましょう。この状態でできるんですか。おっと、その前にジャスミンさんに電話お願いできますか。あ、やばい、始まる。は、屋敷サラ、屋敷サラ、誰。なんでこの人のことを調べなきゃいけないの。センター長さんが調べてほしい。すごい、四谷階段だなって、四谷って名前見たあれでずーっと思ってたら、屋敷って名前が出てきた。ナムーしてるみんな。今回の話のイメージなんだろうな。皿屋敷ってあれ四谷階段だよね。あれそうだよね、多分ね。水飲んで。ね、四谷階段と皿屋敷いいね。なんかやっぱいいわ。好きな話ジャンルだとおもろい。センター長さん調べてほしいらしいです。理由がわからないんですけど、確実も説明が足りないな、あの人は。まあいいけど、これくらいならすぐわかると思う。よろしくお願いします。屋敷サラさん、その人のことを調べると何が起こるんだろう。あざみさん、あさっての方向を見ている場合ではありませんよ。では全てを見極める。はい、オープナー。うん、にゃん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 。きた。さあ、解体を始めましょう。はい、イヤホンちゃんとつけよう、両耳。では今回の成り行き上重要なことなので改めて確認をさせていただきます。成り行き上重要なこと、条件の組み合わせは案外こういった怪異現象にとって大事な要素になるということです。はあ、きのこさんの配信動画に幽霊が映り込む依頼を受けた本案件ですが、なぜ幽霊はこの動画に映り込んだのか。それはきのこさんが恒例の儀式をしていたからではないんですか。その答えでは足りません。もう一歩踏み込む必要がある。もう少し具体的に。はあ、ここが肝心のポイント。ではあざみさん、はい、噂の幽霊はなぜきのこさんの動画に映り込んだのですよ。噂の幽霊はなぜきのこさんの動画に映り込んだ。むずっ。ワンと泣いたから。なんか鏡の前に立ったからじゃないけど、女の名前を呼んだからでいいのかな。ワンと泣いたからみんなワンって言ってる。なぜきのこさんの動画に映り込んだのか、ちえりも知らないよ。マリー、名前を呼んだからか、鏡に映り込んだだけだからな。名前を呼んだから。国語だなこれ。ずーっとこのゲームずーっと国語のテスト問題解いてるみたいなんよな。むずい。でも現代文学年2位のちえりならきっと解き明かせるはず。道徳も、100% だったし、きっと。メアリーメアリーメアリーと3回呼びました。ブラッディメアリーを呼び出したのにそうしないといけないからです。きのこの動画を撮る際必ず名前を呼んでいました。来た、グレイト、よかったー。これは避けて通ることのできないとても大事な条件。この女の名前を呼ぶことが召喚成功の鍵になったのです。結構質問の仕方が難しい。ほんと車のテストみたい。免許の。次に召喚されたものについて確認しましょう。召喚されたもの、今回の依頼でその存在を証明するべき幽霊についてです。ではあざみさん、はい、きのこさんが借りている104号室の前の住人であり、凶器の包丁を残し今も皆さんの周りで目撃されている女の幽霊。はい、この調査対象の女幽霊にどのような特徴ありましたか。マッシュルームカットでメガネ、ソバージュでネグリジェ、ショートカットでボーイッシュ、長髪でワンピース。長髪でワンピースです。長髪でワンピースを着ている女性です。
浮気男と無理心中したということまでは分かりました。グレイザー惑わされてはいないようですね。任せてください。アパートにこれって都市会って結構間違える人っている？間違えても大丈夫？アパートに流れる幽霊の噂、お隣さんの話、 SNS で見た女性の顔、それらの情報が女性の存在を物語っている。四谷美和子さんのお父さんの話も写真も服も何もかも違うのに、間違えてもペナルティーない。あ、よかった。この女性のことをずーっと四谷美和子さんだと思っていました。そうです、まるで四谷美和子が2人いるようじゃないですか。ショートカットの四谷美和子か、それとも長髪の四谷美和子か、合わせ鏡のようですね。よかったよかった。バッドになったりしないんだったらいいな。ワンと泣いた見てみたいよな。ちょっと気になるやつあったら見よう。じゃあ次に参りましょう。混乱を招く情報といえばもう一つ、幽霊にまつわる技です。104号室に住む髪の長い白いワンピースを着た女性を追っていたはずが、最後にはショートヘアでボイッシュな女性にたどり着いてしまった。そうなんですよ。それのせいでなんだかもうよくわからなくなってしまって、この2人の特徴がここまで違うにもかかわらず、調査がここまで混乱してしまったのには原因がありました。2つの事件が行動してしまう原因とは似た条件や似た情報。ではあざみさん、2つの事件を取り間違え原因となったのは一体何でしょう？住所とアパート名、これだ。住所とアパート名のせいです。エクセレント、よく気がつきましたね。四谷美和子さんの話を伺っているとき、話がチグハグしすぎて家を間違えたのかと住所を確認したんです。その時は公園が近くにあることやそっくりな名前か同じアパートだと思ってたんですけど、四谷美和子さんの住んでた梅木本町 1-2-3 コーポ梅木104号室、谷原きのこが借りたきのこ梅木町 1-2-3 梅木コーポ104号室、やっぱり住所とアパート名が違う。並べてみると一目瞭然なのですが、ここまで似ていると先入観で足元をすくわれますね。実際 SNS などで飛び交う噂でそこに疑問を抱くものはありませんでした。まあね、例えば SNS とかだったらさ、梅木町で調べても梅木本町の事件が出てきたりして、あ、梅木町じゃなくて梅木本町って言うんだあそこって思ったりするかもしんないしね。まさかそんな似たようなものがあって似たような事件が起きてるみたいなんて思わないもんね。はい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 。ではここで一旦まとめてみましょうか。我々が追っていた案件は情報を集めれば集めるだけ混乱することになりました。しかしその情報のおかげでたどり着けましたね。ではあざみさん、はい、今回の案件、幽霊と住所の情報によって分かったことは一体何でしたか？すべてはやらせ無理心中事件2つあった。これです。今回の案件には2つの事件が混在していました。調査をしたからこそその2つ明らかに違うものだと分かりました。噂だけ頼りにしていたら一緒くたになってしまうところでした。ブリリアント。2つの事件は表層だけ見るととてもよく似ている。ネットニュースのタイトル詐欺のようななんとも厄介な2つの事件。これは現場に足を運び直接聞いたあざみさんでなくてはたどり着けない答えだったかもしれませんね。お、来るか？にゃん。おう、来るか？これが最後の問いです。きのこさんが紹介したとされる幽霊の正体について。はい、幽霊の正体、黒のロングスカートや白いワンピース姿。ちょっとマイク触るわ。よいしょ。はい。そしてかつて104号室で無理心中を起こしたパートナーの浮気は許せず、104号室の畳の上何度も包丁を突き刺した。はい、きのこさんの部屋で年始で見たときに確認しました。ではあざみさん、はい、
きのこさんがその存在を証明してほしいと依頼してきた幽霊の正体とは何か。正体ってそういう悲しい事件によって成仏できない幽霊が存在するっていうそういうことじゃないんですか？違います。そういうことではないのですよ。さてどうぞご来でしょうか。お、ジャスミンさんからです。電話出ますね。どうぞ。やばい。ジャスミンさん、調べ言われた屋敷皿になんだ。そいつ、待ってください。ジャスミンさん、今どこに音がブツブツ切れてしまって、うちらが蝶を刺したあのアパートの無理心中事件。きのこさんのアパートで無理心中事件が何か。シンハだけ。何？シンハだけ。何ですか？あの事件で死んだのは一人だけだった。電話切れちゃいました。重要な情報が飛び込んできたようですね。聞き取りづらかったんですけど、ジャスミンさんはきのこさんの部屋で過去起こった無理心中事件で死んだのは一人だけだったって。今度はどこまで車を止めに行ったのか。まあいいでしょう。ジャスミンさんからの情報は先ほどの間に答えを出すものになりますよ。無理心中事件で死んだのは一人だけ。では改めてあざみさん。はい、きのこさんがその存在を証明してほしいと依頼してきた幽霊ブラッディ・メアリーの正体とは何かお答えください。生きた人間！呼び出した幽霊だと思ってた女性は生きた人間だったんだと思います。ファビュラス！今回の案件ブラッディ・メアリーの正体が明らかになりましたね。全てが解き明かされる。お、シュン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 。あ、買いたいやった。幽霊正体は生きた人間だったんですね。でもどういうことなんですか？ジャスミンさんが調べてきたことって。彼女は今もなおアパート周辺を歩いては辛い過去を思い出しています。それってどういう。屋敷皿について調べてきたジャスミンさん。病院だ。管理人さんが言ってた病院にいるんじゃない？精神を病んで病院にいてたまに抜け出してタバコ吸ってる人がいるみたいな管理人さんが言ってたから、そこから抜け出して徘徊してんじゃない？夜中に。それってつまり屋敷さんという人が無理心中事件を起こした人。それなんだけど、もしかしたら無理心中事件じゃないかもしれない。それってどういう。凶器が見つかっていない。殺人事件の可能性があるってこと。凶器！お隣さんがアレスター包丁！なるほど、それは興味深い。104号室周辺に現れる幽霊屋敷沙羅は殺人事件の犯人である可能性があると。私らはまんまと噂に踊らされたんだ。それってどういう。屋敷沙羅は無理心中事件で死んでない、生き残ったんだ。そういうことですか。待ってください、私には何が何だか詳細後で話しましょう。とにかく104号室に行こう。多分キノコがやばい。キノコさんがまずい。キノコ登録者80万人が。ひなたさん、どうしてこんなことに。あの人がいつまでもマリマリなんて言うから。失恋で髪切ったってこと。待って、髪短いと思ったら長い。あの女のことを言わなければ殺したりなんか知らなかったのに、しなかったのに。騙されたんだけど。見て、髪の毛長い。短いと思ったら。今はそんなこと言ってる場合じゃない。幽霊の姿で行けば鏡のことは噂でうやむやにできるはず。あの鏡が大勢の目に触れたらまずい。そうなる前に処分しなくて。何が視聴者だ。ファンでもないくせに粘着して重箱の隅つついて。
つついてもいいから銭を投げろよつまんないコメント流すな。嫌なやつ。それはそうとキノコは嫌なやつだな。やっぱりこの鏡を曰く付きのものとして配信のネタにするしかない。大勢にこの鏡を見せれば怖っ誰だあんた誰よ。マリメアリーやった、召喚は成功していたんだ。処分やばい化け物なんだけど。処分何それ。ブラッディメアリーってそんな決め台詞あったっけ。ちょっとその包丁何。危ない鏡を処分。助けて。やばいキノコさんドアージャスミン、キノコさん大丈夫ですか。どういうこと。キノコさん、この人はこの部屋の元住人。ブラティメアリーでも幽霊でもない生きてる女性です。ジャスミンさんも大丈夫ですか。違う、私のじゃないよ。屋敷サラの。屋敷サラ、ひなた。どっから来た名前なの。とは言ってもこれ多分血のりだ。噂の幽霊になりきるために塗りたくったんだ。これが血まみれの女、ブラッディメアリーの正体ってわけか。そんなひなたさんがブラッディメアリーだったなんて。とりあえず警察に連絡してくるわ。キノコの方よろしく。解決した。チャラララーチャラララララチャララ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 ラ。って配信に映ってた幽霊って幽霊じゃなくてここ生きてる女だったってことですね。最初から幽霊なんていなかった。チャラララチャラララララチャララララはははララララララ解決した。崩壊と審判。何また寝言。寝てませんよ。余計なカードって本当に当たってしまうものなのかな。考えてただけで寝てませんから。予言なんて何とでも解釈できるでしょう。そうですよね。当たってるように見えちゃってるだけですよね。ジャスミンさんでものすごく強いんですね。びっくりしました。まあ体動く方よ。私ジャスミンさんとならどんな案件でもこなせる気がします。何度も言うけど私は運転手なんでもういいや。面倒。TKC チャンネル配信始まってんじゃない。ほんとだ。これ今回の案件の動画ってことですか。だって今終わったばっかなのに。これはいつも流れってわけ。センター着くまで見てなよ。ブラッディメアリー現る。それにしてもすっげえ顔見事なブラッディメアリーでしたね。私まだわからないことだらけで。屋敷サラさんはなぜキノコさんを襲ったんですか。キノコさんは関係ありません。彼女は鏡を処分したかったのです。それってジャスミンさんが言ってた凶器が見つかっていない殺人事件、それに使われた凶器が鏡だったってことですか。キノコさんが鏡に細工することを聞いて屋敷サラは凶器が人目にさらされると思ったのでしょう。詳細は警察しかわからないのでこれは憶測になりますが、鏡の破片で男を殺した屋敷サラは鏡の血を拭き取り元に戻した。そして包丁を男に持たせて自分を刺し無理心中事件を装った。はあ、わかるもんじゃないの。割れてたら。でも鏡直してもね。事件の上な、警察は証拠を見つけられず彼女を解放し、はあ、そっか、これは包丁。女の血はついてたけど男を殺した証拠にはならなかったってことか。この包丁はこれで自分を刺したのは分かったけどってことなのかな。世間的には104号室の女は無理心中で死んだとされていたので彼女は噂に便乗した。
人の目につくところで幽霊のような振る舞いをしたってことですよね。幽霊を演じもう一つの顔で噂を広める。結果は体験されましたね。噂が噂と絡まり真実は隠されていた。真実はいつも一つなんだな。へえ。みやこさんの事件の噂、あの鏡はどうなったんですか？そう、その鏡なのですが、まだ104号室に備え付けるそうですよ。私は正直前回の心中事件も今回の案件も全てあの鏡によって引き寄せられたのではないかと考察せずにいられません。そんな考察しないでください。それよりも感謝しますよ、あざみさん。きのこさんが持っていたこのイルミナカード、巨像から迫る死を持ち帰ってきてくれるなんて。巨像からね。召喚は失敗、幽霊は生きた人間、こんなカードはいらないってきのこさんに押し付けられちゃいました。予言は的中したように見えましたがね。センター長さん、なんでしょう、 SNS 調査をしてると他人の情報を晒したり憶測を投稿して、なんだかそれを楽しんでるような、そんな人たちがいました。いるよな。それがどうかしましたか？どうかって、どうしてあんな人を追い込むようなことを平気でできてしまうんでしょうか？どうでもいいんですよ。幽霊が出ると噂のアパートなんだから。音楽かっけー。殺人や血生臭い残酷な事件が起きてるに違いない。そういった期待の眼差しを向けはしますが、問題の部屋の女性がその後どうなったか。世間の興味はそこまで長続きしない。うわ、かっけー。すべては他人、人ごと、他人ごと、エンタメでしかない。よそごと、なんだろう。まあ、そんな感じだよね。そんな。噂そのものは悪でありませんよ。それを扱う人の問題です。噂を扱う人の問題。あんな世界にこそ必要なのかもしれませんね。グレートとリセットは崩壊と審判。かっこいい、鳥肌立つ。センター長さんかっこよすぎる。なんだこいつ。鮫島事件。これ有名なやつじゃない？鮫島事件って。これ鮫島って名前だったかわかんないけど。なんとかリセット。なんか始まった。娘に会いたくて呼んでんだ。みわこ。娘に会いたいんだ。でもそういうので呼び寄せられるのは娘じゃないんだよ、パパ。終わったんじゃない？いや、おもろかったー。終わったわ。タイトルに戻りたい。待って。タイトルに戻りたい。タイトルに戻りたい。ダメだ。もう一回、あれしないと、立ち上げ直さないとタイトルに戻らない。ダメだ。いやー、面白かったー。
あ、ちょっとオープニング流しながら、あれしよう。2話も、おもろかったです。ありがとうございました。ね、タイトルに戻れなかった。いやー、おもろい。なんか実際のその事件と都市伝説をうまく絡み合ってる感じが。ねえ、おもろいね。いや、いいわ。続きも気になりすぎるな。あとなんかちょいちょい知ってる都市伝説が出てくるのがチエリアめちゃくちゃテンション上がる。あと知らないやつも出てきて、こんなのがあるんだ、世界には。他には、今ってこんなのがあるんだ、とか、あ、この噂ってこういう風になってんだ、とか、なんかそういうのも見れてた。めちゃくちゃ楽しい。チエリちゃんは詳しいよ。割と。でも最近のやつはあんまわかんないなぁ。どうだろう、わかんないってほどではないかもしれないけど。昔、一昔前のやつだったら、もうめちゃくちゃ調べ尽くしてるから。怖い話、めちゃくちゃ調べ尽くしてるし、めちゃくちゃ漁ってるから、めちゃくちゃ結構詳しいよ。好きなジャンルだからね。うん。今後、なんか、何が出てきそうか予想しよう。マストで。鮫島事件とかも出てくるのすごいな。なんだろうなぁ。出てきそうなやつ。口裂け女とか、テケテケとか、なんかそういう、ひきこさんとか、なんかそういうのとかも出てきそうだな。ちょっと学校の怪談系に寄っちゃうな。で、有名なやつだとね、あとなんだろう、海外だとなんだ、スレンダーマンとか、ブラックサンタクロース的なやつとか、ひきこさん知らない？ひきこさん。あ、八尺様、確かに。くねくねとか八尺様とかね。ひきこさんはね、なんか、多分だけど、口裂け女が、あれして出てくる。なんかいろんなパターンがあるんだけど、なんか、口裂け女亜種みたいな感じのやつなんだよな。ひきこさん。なんかひきこさん見つけると、引きずられるみたいな。引きずられてあれするみたいな。いじめられてた女の人で、みたいな。団地でいじめられてた女の人で、みたいな。で、なんか、見つける、放課後うんたらすると、なんか、引きずられるみたいな感じの話。だった気がする。いろんなパターンがあるからわかんないけど。ちゃんとしたの、あれしとこう。いや、これに出てくるか知らないけど。チェリが好きな都市伝説のあれ。いや、そう、都市伝説、派生が多いよね。なんか、いろんな。鮫島事件とかって、ありなんだ。って感じやけど。わー、楽しいなー。ちょっと続きも、どんどんやろう。チェリー。今週は、予定いっぱいになっちゃってるけど。明日って何する予定なんだ、チェリー。てってけてってってー。明日エルデンリングか。エルデンリングも進めなきゃいけねえかな、でも。まあ明日はエルデンリングかな。まあ来週だね。今週は歌枠リレーがあったりとか、トリトラ収益記念があったり、あと TCS での、なんか最近流行ってるホラーゲーム。よくわかんない生物になって、なんか
探索する系の、リーサルカンパニー風なんていうの、ああいう感じのゲームね。ナイトレインもあと1週間やばいね。めちゃくちゃダッシュでやらんと2週目はい。ちょっと、来週はもしかしたら平日、ガーッと、エルデンリングかもしんないくらいかも。ちょっと待って、予定見てみよう。言うてコラボがあったりとか、あとトリトラの定期配信とトリトラジオ持ち寄りは来週あるので、昼間とかにワンチャンやるかもな。はい。そんな感じでした。今日も見てくれてありがとうございました。都市伝説解体センターまた今後も続けていきたいので、うわ、どうしよう。でもそっか、来週ナイトレイン。うわー、でもやりてえなー。迷う。1週間に1回はやりたいねーと思ってるけど。ちょっとまた、間空くとあれだからな。都市伝説解体センター5話くらいまででしょ多分。5、6、6話 ?6 話か。今2話。あと4話。まだまだ楽しめちゃうな。楽しみ。うわー、楽しみだなー。まあ。やっていきましょう。定期的に。はい。来週もどっかでやれたらやります。やれなかったらやれないんだなって思ってください。はい。ってことで、おしまい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録 X のフォロー、お願いしまーす。おやすみ。すっきりしたー。楽しいなー。